エスト 10TV。 はい始まりました超ドラゴンクエスト 10TV MC を務めます椿アナです。よろしくお願いします。バッコスありません。バッコスありません。はい。そして私と一緒に番組を進めてくださるのはこちらの方です。はい、バッファロー五郎竹岡です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。欲しいですか？あげますよ。バッコスあ異げますよ。名ですか？いえいえ、バッコスを背負うにはまだまだ。背負うとかないですからね。はい。さあでゲストを紹介してまいりましょう。昨年夏祭りでは舞台冒険者のホテルでも素敵な役を演じられていた声優の福早苗さんです。はい、福早苗です。よろしくお願いします。福ちゃんね、本当素敵なね、はい。役をね、最後去年ですね。あ、もう1年前ですか。はい。あっという間ですね。はい、ね見た方もねいらっしゃると思いますけれども、はい。さあそしてこちらの方もゲストをお呼びしております。はい第5期初心者大使の上原理由紀ちゃん。はい、上原理由紀です。よろしくお願いします。かわわ優勝コメントが多いですね。はい。うん、私の時に打ってくれてもいいんですよ。一回戦敗退。早いよ、1回じゃ2回ぐらいまでだよね。あと相当勝たないと優勝だ。いいの、それでもいいの。はい、さあ続いてどんどんご紹介してまいりますよ。ドラゴンクエスト10プロデューサーの斉藤陽介さん。はい、ドラゴンクエスト10プロデューサーの斉藤です。今月はですね、E3 に行ったり、昨日まで青山さんと一緒に上海行ったりですね、めちゃめちゃ忙しくて、今日バトルあるんですけど、めちゃめちゃ忙しかったんで、まあ言い訳じゃないんですけど、めちゃめちゃ忙しかったんで、まあはい、言い訳。はい、頑張ります。なんか保険かけてるね、感じ。かけてますね。はい、お願いします。さあ続いてはドラゴンクエスト10ディレクターの安西隆さん。はい、皆さんこんにちは、ディレクターの安西です。私ですね、新海誠さんのお話がすごい大好きで映画が好きで、この季節雨が降ると新宿御苑に行きたくなるんですよね。で忙しいと行きたいなと思ってフラッといなくなっちゃったりとかしないように頑張ります。いやいや言われてくださいよちょっと。前振りじゃないの。前振り。じゃあ席あたりを見つければもしかしたらいるかもしれないですね。なるほどなるほど。本番中はやめてくださいね。はい、そしてドラゴンクエスト10テクニカルディレクターの青山浩二さん。はい、ドラゴンクエスト10テクニカルディレクターの青山です。なんか今日技術解説コーナーは白衣着てやるつもりだったんですけど、なんか選択中ということで今日このまま行きます。替えがないと一着だってことね。そうみたいです。使い回し。このまま行きます。よろしくお願いします。はい、お願いします。そんなタイミングあるんですね。何ヶ月選択したでしょうかね。はい、さあそしてこのようなメンバーでお届けしてまいります。ちょっと。ちょっと。なんかだんだん板についてきましたね。ちょっと。今日さっきまで違う番組に出てなかった。いや出てましたけど、今日はだいぶ抜かれてはいないけど、フレームの中にはいましたからね。センターで。ね。このくだりやるならもっと端っこの席とかですね。なんかちょっとそういう感じがないと。映り込んじゃってたもんね。映り込んでます。どういう表情でいたらいいのかかなり福さんの後ろでこれもバーって出てたんでますから。でもライナマでは、はいあ V いたんだって書かれてましたよ。そうですね。ライナマは本当に久しぶりだったんで。本当に久しぶりだったんで。じゃあこちらでね、本人に頑張ってもらいましょうか。よろしくお願いします。お願いしはい、ます。自己紹介してないけど。 V ジャンプ編集部ドラゴンクエスト担当斉藤 V です。よろしくお願いします。はい、ということでね。はい。桜の人気者を交えてね、お届けしてターをまいりたい。交えてそうですね。行きましょうお届けしてまいりたいと思います。さあということでじゃあちょっとゲストの方々にもねお話を伺っていくんですが、なんと福ちゃんが日本酒の魅力をお伝えする利き酒師の資格を取ったという。取りました。利き酒師。利き酒師っていう割とちゃんと勉強しなきゃいけないやつなんですけど。難しいんですか。難しかったですね。難しいって陽介も言ってたよね。いやむずいだって俺の友達落ちてたもん一回。まあそいつ月経が入ったんですけどね。いやそれすごいじゃんそれ。なんかイメージが。でもほらそんなこと言ったらもうこれからねなんかお酒飲む番組とかたまにあるじゃないですか。そこで絶対もうやるしかないじゃないですかね。確かに。そしたらまあ一応もう日本酒となったらプロになるんで。なるほど。かっこいい。すごい。
そしたらジョジョッキ一杯飲んでッキ一杯の日本酒。番組続行できなくなるんですよ。すごいな。すごいですね。日本酒のまあ美味しさ魅力みたいなのを。そうですね。おつまみとどれを合わせたらいいとかっていうプレゼンはできるようにはなりました。わあすごまあまだ成り立てですけど。あ、そうじゃあドラクエのそして伝説ありましたねと。かもじゃあ堪能されて。はい、もちろん買いましたサイトで。なるほど。ちゃんと買いました。それはなんかお酒の飲んで、いやこれはなんか、森の中に入り木漏れ日の中濡れた子犬の匂いがします。濡れた子犬の匂いがします。そういうことを言うやつない。0点のコメントでしたけど。でもそれっぽいね、なんかね。セールストークとかを考えるテストはありましたね。そんなのあるの？ありましたありました。やべえ対決したい。やりますか。よりねそのお酒の魅力を伝えられるのはどっちかみたいなのもね楽しそうですね。リキテ TV に絡んでくるかはまだちょっとわからないですけどもね。未定ですけど。サンタとかはね。いけそうだね。はい。でそしてもう一人ゲストりゆきちゃんね、この間ドラゴンクエスト VR をね体験された。行きました。めっちゃ楽しかったです。本当になんか私センスでやったんですけど、もうテンション上がりすぎてすごい格好つけながらパスタスライムを倒してたら、すっごい疲れて。そうか、やっぱ体が動いちゃうのよね。結構筋肉痛になる人がいるみたいですよ。見てる人で VR 体験した人います？だってもう予約が何ヶ月かもう埋まっちゃってる。そうそう、大体毎月頭に予約会するんだけどすぐ埋まっちゃう。そう。私もでも実は行かせていただいて、私は僧侶でやったんですけど、そう後ろでじゃあ後ろでそう。ずっとザラキザラキ。いやザラキはないです。やめて。ザラキじゃなくて、本当に蘇生あります。蘇生。そうちゃんとザオラルもあって回復もあって、あとバギもあってバギもできて、状況に合わせて、そうあと持ってる武器とかもねこう自分で見れたりとかしてね、すっごかった。リアル。あとバイキルトすごくなかった？すごかったです。剣がめっちゃでかくなるんですよ。バイキルトってリアルこうなんだって、剣がねムキムキになるイメージだったけど、剣が大きくなる。そうあとリアルルーラも VR で体験できて、瞬間移動というか、瞬間移動みたいな。すごい。みんなぜひね体験してください。夏休みだとね東京来られる方もね多くなるだろうね。そうですね。ぜひぜひ4職業ね、戦士僧侶魔法使いかな。そうですね。ね。それ3職業じゃない？あ、3職業。安西先生に突っ込まれたら終わりです。台本に書いてあるかのような突っ込みだったね。一番いいタイミング。ね、ありがとうございます。はい、さあということでね、そうでもヨースピも E3V もね行かれてて、大きな会場で。なんかヨースピタイトルも発表してましたよね。あ、そうなんですよ。新しいやつね、バビロンズフォールってやつ。まだ全然何のゲームだか多分わかんないと思うんですけど、まあおいおい皆さんにお伝えできればなと思います。はい。そう、プラチナゲームさんです。はい。それはまた別の機会で、楽しみに待っております。Vさんも仕事で行ったんですか？もちろんです。もちろんです。Vさんロスのなんかダウンタウンで配信して帰ってきただけじゃん。散歩とか配信しちゃい。散歩配信のために行ったの？まあ行って帰ってきていろんなゲームサイトを見るっていうね、メディアのちゃんとしたメディアのそれ日本にいればいいじゃん。それ優秀なメディアがいますから日本には優秀なゲームメディアがいっぱいあるんで、そこの記事を見ればちゃんとわかりますから。すごい仕事の形式ですね、それね。合わなかったですね、でも。そう合わなかったです全然。まあ会場広いですからね。結構でも11が並んでましたよ。そう正直僕舐めてたわけじゃないんですけど。舐めてた。どんぐらいいるんだろう。どうせ並んで並ばねえだろみたいな話じゃないの？舐めてたわけじゃないんですけど。ちょっと堀井さんに言うよ。行ったらすごい並んでて。ついでに行こうみたいな感じだったんちゃうんですか？キングダムハーツどこかなって。キングダムハーツ。本当ねめっちゃ並んで会場の裏とかも列ができて遊んでもらうためにねすごいなと思って。あとなんか T シャツもね配られて、そうです遊んでいただいた方にプレミア T シャツ。はいということでじゃあ今日のね TQ10TV 進めてまいりますが、今日はですねディレクター安西さんからバージョン 4.2 の追加情報をお聞きしたり、青山さんの教えて青山さんでのコーナーでは DQ10 にまつわるテクニカルなお話も今日もご用意しております。はい、もちろん超バトルチャレンジもございますのでお楽しみに。時間が押したらなしにしましょうね。時間が押したらなし。じっくりそこは時間取ってあるんで。
やってもらいましょう。はい、そして皆さん気になってると思いますドラゴンクエスト夏祭りの最新情報、こちらのお知らせも盛りだくさんでお届けしますので、最後まで楽しんでいってください。ではまずこちらのコーナー参りましょう。いい聞かせてあなたのアフトルティア。さあということでここからゲストの福さん、なえさん、そしてりゆきちゃんに近況をね聞いていきたいと思います。どうですか福ちゃんは最近どんな感じのプレースタイルといいますか。最近ですね、ちょっと別ゲーにみんな友達が散らばってしまって、はい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 。でこれを機に写真撮るよって言ったら、散らばってた人たちがクッて集まり、まあピカだよね。はい結局ね。でそうしたら、この後出していただくと思うんですけど、はいすごい写真撮れたのでおーぜひ見ていただきたいんですけど、じゃあ写真はい、ありますか。そのみんなに招集して福ちゃんの。最近よくねなんか狩りに出かけてる方多かったみたいそうなね。そうですね。これもねなんとなく49までヨスピ。はい。はい、あこちらです。なるほど。はい、何これ。ごい。この前に集まって私個人的なことなんですけど、今月誕生日を迎えまして、おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。でその時にお祝いシャワーみたいなシャンパンね。ってなるやつあるじゃないですか。それを全部顔面にうわってかけられるっていう写真を撮ってたんですけど、なるほど。でそれやって遊んでる間にこれちょっと後ろ光りすぎてすごいんですけど、ねシェルブリッジなんですよ。おお。ベリナー道場の。はい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 。そうは見えないよね。ちょっと賑やかすぎてあれなんですけど、でどんどんこう友達が集まりつつ、でシャンパンかけ終わった後にちょっとこの仕草すごくないっていうのがみんなでわらわらやり始めて、結果これが一一番派手になったのでなるほど、持ってきました。写真写り的にね。なんかもう写真撮ったりっていう風に遊んでますね。なるほどなるいいなんほかディスコみたいなど。ね。社会振動とかも入りましたしね。そうですね。あ、そうなんですよ。これフィルター使って使ってちょっと明るくしたんですよ。今までのね雰囲気が違はう。夜でも全然薄暗くならずに、まあ後ろがこんななんであれなんですけど、いや綺麗です綺麗です。はい。いいですね。いい写真。ディスコ古いって言われてる。ディスコじゃないよ。とか言ってまあまあね。クラブでしょ。誰も突っ込まなかったでしょ。その世代が結構いますからね。最初にディスコって言ったの誰ですか？ねえ、なんかな。クラブよね。クラブ。いやイントネーションがね。はい、素敵なお写真でございました。でもなんか私のイメージ、福ちゃん結構バトルコンテンツもがっつりやってるイメージがやっぱり。いやーもうちょっと離れてしまいまして、バトルのなるほど一線からもう私には龍座は守れませんので。もうリュウザもね独り立ちできるのだね。いろいろご迷惑をおかけしもうました。とんでもございません。すいませんね石川君。はい、じゃあ次りゆきのお話をね、ちょっと聞いて、りゆきはどうですか最近は。最近は一人でコツコツやってたら、たまにやっぱ大使の方がようやく声をかけてくれるようになりました。ようやくないでしょうよ。チャットで今まで普通にやってた時にチャットでなかなか交流することがなかったんですけど、最近たまにやっぱりチャットで今何してるみたいな感じのことを言ってもらったりすることが増えました。なんかむしろなかったんですか今まで。今まではあんまりなかったんですけど、チャットはなかったんですけど、はい最近チャットが増えて嬉しいです。なるほどなるほど。卒業して結構経つんだけどね。まあいいことだよね。いや素晴らしいことですよね。りゆきでもドレアばっかりやってるイメージがあるけどね。そうですね、ドレアもちょこちょこやだってってます。めちゃくちゃ埋まってるよねドレアの。そうですね、一応全部埋まってて、ちょっと新しいのを入れるときはどれかを消さなきゃいけないので、ちょっと私の中でこう迷っちゃう。迷っちゃって。じゃああれだ冒険者のツールでスマホからできるドレアとか。そう便利だもんねすごい便利になりましたね。はい。じゃありゆきの写真があるということで、はい。見ましょうか。あすごいドレアだね。すごいドレア。ねあこれね。これはこの間やっていたイベントの孤高のソリスト代表ガムリさん。孤高のソリストっていうところにすごい惹かれまして。確か2年前も私これをやったんですけど、その時は多分話しかけてない。まあね話しかけなくても。多分ですねはい。ガムリさんに話しかけずに多分現役中だったのでちゃんとペアを作っていったのかもしれなかったんですけど、今回はちょっとどうにもならずにここのソリストになった声かけて。はい、ここのソリストになったんですけど、やっぱりほら師匠の
ガムリさんからすごい光が差しているのでついていこうっていう師匠なんですね。はいそういう感じの写真です。うんはいこれからねもうちょっとこういう関係を広めていく誘っていくね。すごいまとめになってる。ね、誘ってこうキャンペーンを開催してます。はい。ね大使のみんな見てたら誘ってあげてください。ね、気はい軽にどうぞ。どういう締めになっちゃったのはい、ということで聞かせてあなたのアストルティアのコーナーでございました。はい続いてはこちら。安西先生、忘れ物はないですか。いる？ちゃんといる？大丈夫です、います。病院に行ってない。はい。いますいますいます今回はリハーサルも合わせて何もね、すそうごいスムーズな感じが。あれ？はい。先月斉藤さんたちと一緒に船釣りに行ったんですよ。そうすごい楽しかったんですよね。はいで帰りの電車の時に何かが足りないなさて何を忘れたでしょう。何かが足りないなと思っていたんです。はい。何か自分の中にないなと思ってて、結構帰ってきちゃってたよね。帰っちゃいましたね。これなりにもう横浜過ぎてて、はい自分の駅で降りた時に、はい財布がない。電車には乗れてるんですね。なんで？いや、帰りのその駅まで送っていただいた車の中で忘れたんじゃなくて置いてきてしまって。いやいや、置いてく忘れたんですよ。置いてくメリットないです。うわで次の日も海に来ましたちゃんと。だからその船宿にね取りに行ったんですよ。ああ、なるほどね。ちゃんとっていう使い方が難しいですね。ちょっと大丈夫です。はい。でも今日は大丈夫。大丈夫。今日は大丈夫。やった。いきます。はい。はい、じゃあお願いします。それではバージョン 4.2 の後半の追加情報について今日はお話したいと思います。スライドお願いします。ではいきます。はい。じゃん。お。はい、アストルティアキャラクターズファイル第3弾、ポイックリンリターンズが間もなく始まります。TV の方でもね登場したと思うんですけれど、今回こちらの、美少女怪盗ポイックリンが主人公になります。ありがとうございます。はい。ドワーフのねキャラクターをでキャラクターズファイル作りたいなと思って、いくつかのキャラクターの中からどれが主人公がいいかねということでいろいろ候補があったんですけれど、こちらのポイックリに決まりました。はい。他の候補誰がいたと思います？おお、ドワーフたちの。賢者の女の子とか。あ、ドゥラ君とか。ドラ君いましたね。はい。ドゥラ君いいね。ドラ君結構語っちゃってたんで、ちょっとね、もうだいぶここ悲しい。広げるの難しいねっていうのがあったのと、あと候補でビャン王子。あとポツコン。ポツコン先ポツコン話ちょっと聞きたいですもんね。なかなかこれも難しい。どうしてあそこにね伝えることになったのかはどういう事情であんなことになったのか。相当多分ね語れると思う。あとポツコンってオリジナルのパーツが1個もないんですよね。そうだよね完全に私ポツコンが作れてしまうので、なかなか難しいなと思って、いろいろあった挙句、やっぱりポイックリンが一番いいねということで今回お話の主人公となりました。はい竹。岡さんも大好きですもんね。そうですね。はい。もう毎晩枕の下ではポイックリンを想像しながら。はい。もちろんそうです。はい。はい、こちらのお話なんですけれど、はいこちらのクエストをクリアしておくことが条件となっておりますので、やっておいていただけると非常にありがたいです。目覚めし5つの種族のクリアと、憧れの盗賊王、盗賊クエストですね、はい職業、それから生きる価値のクリア、ドルワーム王国の外伝クエスト、それから黄色のキーエンブレム、これは、ガタラのお話ですね。はい。こういった感じでドワーフ関係のクエストを一通りやっておいて、バージョン1のお話をやっておいていただけるといいです。なるほど。一点気をつけていただきたいのが、みなしクエストで、ドルワーム大国がみなしクエストでクリアできるようになってるんですよ。で、みなしクエストのまんまバージョン3を始めた状態で、このクエストを始めてしまうと途中で、バージョン3をクリアした段階で進行できなくなってしまうようなところがありますので、はい、そうなんだ。はい、みなしクエストの状態を解除して、みなしクリアですねはい、みなしクリアですね。はい。そちらの方だけお気をつけください。なるほど。はい。ちょっとねお話がバッティングしちゃうところがあるので、はいそちらのバージョン3の方、みなしクエストの方を完全に終わらせるか、こちらを終わらせてから、みなしクエストを解除してください。はい。はい。はい。じゃあこちらの方覚えてますかね。盗賊クエストに出てくるダルルさんになります。
こちらの方からクエストを受けられますので、まずこの方に会いに行ってください。なるほど。みんな分かってんだね。覚覚えてんだね。可愛いですよね。うん。ちょうどいいところに来てくれたよって。はい。それがこちらが新しく登場する謎の女性ガガレ。いいですすね。ごい人いる。防具鍛冶職人の方はひょっとしたらご存知かもしれないですね。そうなの？防具鍛冶ギルドの方にいるんですよ。そうなんだ。こんな派手なお姉ちゃんいたっけ？すんごい派手なお姉ちゃんなのコで。メントで書いてある防具ギルドにいるって。あ、扉の向こう側にいるか。扉のこっち側にいるから。いる。よく見るといるんですよ。この格好してる？この格好してます。してるすごい目立つはず。あ、ってことはじゃあこの格好ってドレスアップで頑張ればできる？この帽子とかない？ないです。あ、じゃあ特別なやつとしてやっぱいたんだ。ある時からふっと置いてあります。ある時から。いつからだったんだ。すごい。あれこの人誰だろうって思俺ってる人がい防具たんじゃないかな。鍛冶職人だよ。だっていや絶対見えるって。絶対。まあまあね、お家でできたりもね。置いてあるじゃない。いらっしゃいます。すいません。でもすごいこれ襟巻きもオリジナルだって書いてある。そうですね。はい。キツネすさん。ごい。かわいい。いいね様ばりにね、豪華なキャラ。オリジナル要素がたっぷり。初登場。うん。はい。そしてこの人ですね。はい。あ、名台詞。せっかくなのでこのセリフを福さんにぜひそれ生アプリとしていただけると嬉しいかなと。天知る地知る人知る。ザラザラの声でやめて。ドアムの方に。天知る地知る人ぞ知る美少女怪盗ポイックリン華麗に任務完了でございますがお願いできますかね。はい。おじゃあ失礼して。はい。天知る地知る人ぞ知る美少女怪盗ポイックリン華麗に任務完了でございますわ。嬉しい。ー。いや美しい。ー。いいですね。いいね。これ女性ゲストが来た時毎回やりましょうか。楽しんでるんです。毎回俺がまず発声する。素晴らしい。お話の内容とか、どんなキャラクターが出てくるかっていうのはこれ以上言うとネタバレがねなかなかなってしまうので、ぜひ実際に遊んでいただきたいかなというふうに思います。第1話が6月28日もうすぐですね。はい。もうすぐだ。すぐ始まりまして、はい3日おきぐらいの間隔で4月2日、4月6日に第2話、第3話と公開されますので、はい楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思います。おーい。ドワーフの方はぜひ、ドワーフじゃない方もぜひお願いします。はい。ね。ライバルズでポイクリンが来たら福ちゃんだっていう。お、お願いします。そんなんだろうなポイクリンが。いや俺がいるのも申し訳ないけどまず他にいるでしょ。まあ、たっただけじゃないからね。他にまずそこ来るってなります。いっぱいいるからね。はい、では次いきます。次、第9回アストルティアハッピーくじ。当たってる人がいるもん。当たってる。おめでとう。おめでとう。おめでとうございますじゃないよ。ごちそうさま。申請してないです。 6周年夏祭りくじということで、夏祭りの東京の時に、抽選会を行いたいと思っています。はい。もう嘘つきばっかり本当に。 3箇所は当たるからね。3箇所は当たるから。それは当たるよ6億ゴールドも。ははい、今言いましたように特等6億ゴールドになります。ビッグチャンスです。い。はい。前回はこちらのグレンの売り場から出ていますので、前回はですもんね。はい。そう前回は。でもグレン以外の売り場からも買ってほしいな。グレーンはやっぱりなんだかんだでね、やっぱり売れちゃうからね。売れちゃうぐらいだか売り切れがら。グレンがいつもすぐに売り切れて、そうだよね。次がオルフェアオルフとかェアあたりが売り切れるギリギリになるんだけど、ガタラが追い上げてくるみたいな。ガタラがね、特等出るんじゃないかな。そろそろ。今までだってガタラ当たってるよね、一回ね。前回ガタラでしょ。ガタラだよね。前回ドルワームじゃないドルワームだっけ。ドルワームドルワームだった。確かガタラは出てない気がするな。ないようなねそろそろほら。はい。もうだって結構いろんなとこ当たってますよね。ベリも当たったし、そうベリ当たってる。ガーとかなんかも当たったっけ？ね。はい。次いきます。はい。参加賞こちらになります。はいシグシャ賞眩しい。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 眩しいよ。夏だからね。はい。眩しい。投げ上げた。眩しいしか言ってないです。眩しい。眩しそうでしょ。ねはい。可愛い。いいこれ。で販売スケジュールは、7月の6日の金曜日から7月27日の金曜日までになります。はい。で、先ほど言いました通り当選発表会が7月29日の日曜日になりますんで、そちらまでに、お買い逃しのないように、早めに買ってください。はい。はい。夏祭り。
次さ来た。新コインボスモンスター。なんだ。さあ椿さんに問題です。はい、なんでしょう。過去の歴代ボスモンスターで2つ言います。1つは鳥系です。もう1つはかきくけこの毛から始まります。さあなんだ。鳥で。鳥毛。毛鳥で毛。毛毛。毛ケツアルコアトルじゃん。惜しい。でもそれボスじゃない。すごい普通のや鳥系鳥系で毛。毛。あ、ゲモン。あ、ゲモン。違う黒いやつみたいなやつ。もう一回もうワンチャンス。はい。毛。毛ゲゲルニック。ゲルニック、そう素晴らしい。さすがです。毛じゃなし。じゃん。新しい、コインボスモンスターはドラゴンクエスト9に登場したゲルニック将軍になります。かっこいい。ね、ギュネ将軍がね前回出てたんで、結構ゲルニックじゃないかっていうような予想もあったんですが、まあある意味予想に応えたという形でゲルニック将軍が登場します。順当な感じなんだね。あ、鳥っぽい。覚えてますかね。非常に厄介なボスでしたけれど、こんな感じになります。あ、サイズ感こんな感じなんですか。はい。あ、呼んでるなんか。中林み。なんかいますね。鉄砲魔人がね、ガーディアンな感じのね。あ、本当だ。結構読んでるね。あら、広範囲。何これ。なんか範囲攻撃みたいな設置型みたいな何かがありますね。なんかかばってる。亡霊みたいなのがもう。こちらもですね、来月の12日木曜日から、大グリッド大陸の福引き1等商品に追加されます。いつもの通りミニアのね方にもカードとか入りますので、ぜひそちらの方でも探してみてください。いや、コメントでもうすでにざわざわ。魔法使い系だよね。魔法使い系敵。多分。あ、敵がね。そうそう、だからやっぱりなんかそこに関係する落とすアクセサリーも。アクセはですね。魔法系。でもほら攻撃がね、ほら呪文使ってくるなら。いいアクセです。教えてよ。なんかネックレス似合いそうなね。はい。まあ楽しみにしておいてください。ネックレスかどうかわからない。わかんない。もういいんじゃないですか。よくない。ブリさんが言うの？いやいやいや。もういいんじゃないですか。この情報は。はい。いやでも鉄鋼マジ E まで呼んでたのかみんな気にしてますよ。なんかね。そうそう。そんな呼ぶ。愛とかぜとかまで。またフライングしちゃったから、はい次行くよ。はい。じゃあバージョン 4.2 の新コンテンツ真夜中プリズランのお話をしたいと思います。じゃあはい、こちら映像がありますんで、そちらの方まずご覧になってください。じゃあ動画お願いします。こちらアズランにですね、うずきちゃんという女の子、こちらのエルフの女の子がいますので、こちらの子からクエストを受けてください。クエストじゃないや、まず受付を受けてください。見つけたの時と同じ場所ではない。違います。はい。アズランですね。アズランの階段を降りたすぐのところにいますんで。こんな感じでオートマッチング。かわいい。2つの顔が。ニーパラちゃん。5人。こんな感じで幽霊チームと追跡者側のチームの2つに分かれます。何これ。色合いがこれ。一箇所から逃走チームが。逃げてる。隠れてるの？これかけられてる追跡者が近くに来るとこんな感じで警告が出ますね。あとこれ分かりますかね？透明になってるんですよ。隠れられてるのこれじゃ今度半透明です。向こうから見えてないです。なるほど。一定時間半透明になることができます。向こうから見えません。千里眼スキル？ワープ。千里眼そうですね。今いるところがバレたっていうの出てますけれど。おおすごい。あやばいやばい。面白そう。そしてどんな目線なんだろう。追跡チームは3人になります。ここから。3対5の。逃げるだけの時間があるんですけれど、上からこうやって何人向こうに逃げたのか分かるようになってる。左に何人。そっか。じゃあ私はチークとか。そう。チャットはできないので。自然と味方の動きを見ながら連携してくださいという感じになります。これ緑チャットなし？なしです。なしなんだ。あ見えないな。あれなんかいたぞ。緑が。いるよね。はい、奥の方に。こんな感じで追跡チームの方はダッシュがありますんで、見つけたらもうダッシュでガーッと走ってて。近づく。
自分もできんの。できますできますあ、でもランダムなのかどこに飛ぶかわかんいない。や今消えてるね消えてるさあどこだな。なるほど、近くにはいるけども。ああー、うまいこと。またルート。じゃあもあ面白い。確かに連続で透明になるのもダッシュもチャージタイムがあるので、はいこんな感じでタッチすると捕まえたってなって、はい、あ、お払いのお札をつけて捕まるとこんな感じで外に出られなくなっちゃうんですけど、今わかります？鍵のところに味方が言ってるのがあ、いたいた。ロック解除ってなると脱出できます。あ、守りも結構重要なんです。重要です。はい。これでうわ上に鍵が5個あるの分かりますかね。はい。あれが5個全部破壊されてしまうと、さっきみたいに逃げられてしまうので、そこを守るのも追跡チームで重要になりますね。お、いろんな項目が。はい。波状。逃走者一番多く捕まえたよとか、一回も捕まらなかったよみたいな感じで表彰されて高いポイントをもらえますんで、期間中になるべく多くポイントを集めてもらえるといいかなというふうな遊びになります。どっちが有利なんだろうね。どっちもどっちかやっぱり。みんまあ、なが追っかけてばっかりいるとね、だって鍵外されちゃうしね。テストプレイやってるバランスでいうとやっぱり逃げる方が強いんですよ。どうしても追跡者の方はある程度プレイが分かってきて連携しないと勝つのが難しいんですよね。人数比もあるしね。そうそう。ただテストやってる時も強い人3人がもういるともう追跡がすごい強い。これはアズランだけですか？アズランだけです。はい。じゃあアズランのマップを覚えよう。今回アズランで開催されるんですけれど、すごく評判がいいようだったらぜひ違う街とかでもやりたいなというふうに思います。これに関して言うと既存の街を改造したマップで遊んでる感じなので、新マップとかも作りやすいんじゃないかなというふうには思っています。はい。ただね、場所にもよるんですよね。こういう追っかけっこするのに向いてるところとか、そうですそうです。追い詰めれる場所とかね、袋コースみたいなのがあったら。グレーンとか結構大変ですよね。いろいろテストしてみた結果、アズランはすごくいいなと思ったんで、他にもいくつか候補があったんですけど、ぜひいつか他でもやりたいなというふうに思っています。いやまたコメントで見たけど、泥系。軽泥。泥順。ごめんなさい、うち泥系だ。俺軽泥。ちょっとアンケート取る？それ反映せんでもいい。東京に近い方が泥系で、そこから遠くに行くほど軽泥になってるはずです。そう、そんなことないですよ。俺横浜だもんだって。軽泥派ですか？軽泥。泥中の順って何？巡査。泥棒と巡査って結構なんか渋いよね。渋い。言葉のチョイスがね。地域によっていろいろあるかもしれないですね、これね。なんか花嫁戦争みたいになってきたんだけど。はい。かなりばらつきが。という感じで、もうちょっと補足しますけれど、こちら、ポイントを稼いでいくと、こちらの顔アクセお札のシールですとか、封印の。あとこちら、ついてくんわら太郎を景品として用意してありますんで、ぜひ。ふるって遊んでいただけると嬉しいなというふうに思います。太郎結構人気あるんですよこれ。すごい大喜びしてますよ結構。なかなかねシュールな動きをしますので。どんな動きなんだろう。こんなにコメント盛り上がるほどみんな好きなんだろうってこと意外なんだけど。私も神様時に寄せてきてなんで次笑ったのかな。正直。これね街がわら太郎で溢れること。怖いよちょっと。太郎いいじゃないですか。はい。すごい大好きっていうね。という感じで、こちらの真夜中プリズランは7月18日水曜日から7月30日まで2週間近くやっております。面白そう。でこちらなんですけれど、夏祭りの東京の時にもね、ぜひ開催しておりますので、大して遊ぶ機会とかがあるといいかなというふうに。そういうコーナーがね。はい。また後ほど詳しくご紹介しますね。はい。はい。続きまして、ドラゴンクエスト11コラボの方を再演いたします。待ってたって人これ絶対多いよねこれ。前できなかった。そうなんですよね。こちらシルビアがオルフェアの街に再びやってきます。シルビアさんに話しかけると、イレブンちゃんが発売してから1周年になるのよっていうような感じで、早いですよね。前回の。はい、こちら前回配ったパレードウェアの方がもらえますんで、前回ね遊んでない方はぜひもう一度遊んでもらえるといいかなというふうに思っています。こちら完全再演になりますので、前回もらった方はもらえないのでご注意ください。なるほど。
それからこちら、はい大魔王ゾウマイの挑戦を再演します。はいもういいですね。こちらですね、リアル脱出ゲーム大魔王ゾウマからの脱出の開催を記念して再演することにしました。時期を合わせて開演いたします。はいお再びねこのレジェンドキャラクターと一緒にプレイすることができますんで、ぜひこちらも楽しんでもらえるといいかなと思います。なるほどこちらのアリアハン装備ですとか、壁掛けロトの剣、ロトの盾といった報酬も変わらず交換できます。私もね全部交換しなかったんですよね。欲しいのだけ取っちゃったらね。光の玉使わない攻略できてない人もいるかもしれないからね。それからこちらの壁掛けドラクエ3の絵のこれ欲しいでしょう。はいかっこいい。こちらねV ジャンプスの付録でついていた壁掛け DP3 の絵なんですけれど、シュエスさんのご協力があって今回追加することになりました。もう手に入んないですからまで。いますねそうですね。特別に特別ですよ。特別ありがとうございます。ありがとうございます。そのために今日 V さん来たということです。今役割終わりましたよ。まだですよ。こちらの壁掛けドラクエ3の絵に関しては精霊の光1個で交換できますんで、1回クリアしてもらえれば、はいはい。交換できますんで、ぜひありがとうございます。もう一度遊んでいただけると嬉しいです。でもやっぱみんな嬉しいのね。わいわいって。こちらの大魔王ゾウマイの挑戦は8月3日の金曜日から開始する予定です。それから最後にですね、クエストの再演とリメイクという用語があるんですけれど、ちょっとこちらあんまり浸透していなくて誤解があったかなと思いますので、一度きちんと説明しておきたいと思います。こんな感じですね。再演と言ってるものは前回と全く同じです。前回と同じ内容で、新しく開催します。前回参加しているとクリア済みですので、リプレイでの参加というふうな形になります。それに対してリメイクと呼んでいるものは、お話自体はほとんど、99% 同じなんですけれど、進行条件ですとか、報酬の方を変えています。先ほど前にやったあれですね、ジューンブライドのクエストとかだと、2人ペアにならないと絶対ダメとかだったところを1人でもお話が進行できるように条件を変えたりとか、必ず新しい報酬の方を用意していますんで、前回参加していても初回プレイというふうな扱いになっています。イベントによってはね一部ちょっとここに当てはまらないものとかもあるんですけれど、基本的には再演は全く同じ、リメイクは一部を変えて報酬を新しくしていますというふうに覚えておいてください。なるほど。わかりました。はい、それから、バージョン 4.2 で行う、季節イベントの完全新作「真夏のトレジャーハント」。完全新作。こちら来た。このお方。まずですねクエストを解くにあたって先に新作の水着の方をお配りしますので、そちらの新しい水着を着てイベントを楽しんでいただけるといいかなというふうに思います。期間はですね現在8月1日から8月12日を予定しています。この夏といえばこのお方ですね。ムーロンさん。ムーロンさん。はい。実はな、先日海の家の備品を整理していたらわけのわかんねえことが書かれた古びた羊皮紙が出てきたのよ。カミカミですいません。羊皮紙。羊皮紙。はい。という感じでこんな感じ。何？問題。モンスターの間を読め。はい。こんな感じの謎解きがですね。スライムムコフルシュプリンガー。違う？シュプリンガーじゃない？シュプリンガーじゃないね。竜気兵。竜気兵。あれ竜気兵は黄色じゃない？あれは黄色だね。リザード。リザードマン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 。スライムもマミムメも。で、謎解きが苦手だよっていう方に関して言うとヒントを見るっていうのを見るとかなり詳しくヒントを教えてくれますんで、俺はヒントなんか見ないって方はヒントを見ないで謎をクリアしてくれると嬉しいかなというふうに思います。読め。いいの。で、こんな感じで謎を次々と解いていくとお宝が見つかりますので。何問かあるってこと？こういうの。何問かあります。何問かあります。しかもですね、今回のこの季節イベントはこの謎解きがメインなんですけれど、お話も私テストプレイしてすごく気に入っているので、かっこいいです。
はいいい、ぜひうんぜひぜひ遊んでいただきたいかなというふうに思っています。はいはい。続きまして、お来た幻の海トラシカ2018。おーみんな大好きトラシカ2018 2018。はいやっと来ました。はい。ロゴにも2018って書いてあります。はいジャンボリーちゃんいる。だいぶね、前回いただいた要望ですとか、はいこういうとこ直してほしいっていったところを直して、ほう新たにいくつか落ち物とかも追加して、落ち物はい、新しい装いで登場します。はいニワトリいるしね、あそこにね。こんな感じで、ジレットのところにバルバトスさんがいますので、はいこちらの方から参加することができます。うんまだ時間大丈夫？はいはい。それからこちら新しいキャラクターの旅の覇者モンジーというキャラクターがバルバトスのすぐ近くにいます。かっこいいこちらなんですけれど、トラシカ限定ということではなくて、トラシカってイカ焼きドルボードとかあったじゃないですか。その時の、季節イベントの時にだけ手に入った景品みたいのがあるんですけれど、はいそれが第2回とかだと手に入らなくなってしまうことがあるので、そういったことのように、言ったら交換屋なんですけれど、はいはい、こんな感じで、前回やった時の景品も交換できるようになってますんで、ほど今回が初めての方も、こういったイカ焼きプリズムであるとか、はい浮き輪とかを手に入れることができるようになっています。うんありがたい。最近ねユーザーのイベントでねサメの浮き輪みんなつけてね、はい海岸にバーって並ぶやつがあれね、面白いね。であれを見て多分ねサメ電車後から入った人は持ってないからいいなって思ってる人絶対いるはずなんだよね。追いつけますねみんな知ってるサメ電車。モンジはですね、なんていうのかな、そういう季節イベントを極めることが趣味なので、何かイベントやってると必ずほぼほぼやってくるんだよ。なるほど他の季節イベントにもなので、旅を他のしてそうですね、はい。仕入れてくる過去の報酬手に入らなかったものも彼から手に入るようになりますんで、今後よろしくお願いします。優しい。なるほどありがとうございます。はい。いい付き合いしていこううん。うんはい。これらね、イベントに関してはイベント開始前に公開予定の目覚めし冒険者の広場の方に詳しい情報が出ますので、告知ページの方からぜひ情報を入れてください。よろしくお願いします。はいはい、じゃあ私の方からバージョン 4.2 後半の情報は以上になります。ねえ、盛りだくさんでしたが、うんでちょっと福ちゃん気になったところありましたか？で私は集団で遊んでいるので、泥系めちゃめちゃ楽しみですね。泥系じゃない。泥系じゃない。プリズラー。軽泥プリズムせっかく名前考えたんだ泥系。近所でやっていて泥系はねはいでもお友達で結構やってるメンバーが多いので、我らもなんか電話つないだりとかしてやったりしたらもうもう一丁とかも合いそそうですよね。一応あれなんですよ、その友達と一緒に遊ぶこともできるんですけれど、それだと景品もらえるポイントはもらえない。おそうなんですか。できちゃうからね、プリンシャとかで。そうかそうかだからそうか。より公式戦はオートマッチングでバラバラになるし、一緒でも泥棒になるか警察になるかわからないよって感じですね。はいあ、フレンドでできるのはいいですね。はいただポイントは入んないよ。友達8人で公式戦じゃないんだけれど、もうひたすら遊ぶこともできます。はい。面白そはいかにその場で協力してそうですねチーム力を上げてっていうところですね面白いさっきちょろっと出てたんですけど、千里眼っていうアイテムがあって、それを使うとちょっとの時間なんですけれど、自分が逃げる側だったら追っかける人がどこにいるかとかマップに出るようになるんですよね。はい。なるほど今までドラクエ10ではなかったんですが、そんな感じでリアルタイムに敵味方の位置をマップに出すやるとか、はいあれゲーム実はバトル中なんですけれど、バトル中にアイテムを使ったりとかっていうことも今回初めてあれでできるようになったんで、今後のコンテンツでも応用できたらいいかなっていうふうに考余裕えています声でやり。たいもん。リアルじゃないね。体力なかなかしんどいですよ。リアルワリアルプリズム。ワープゾーンだいぶ難し難しい。いね消えるの難しいね。消えるの。そうですね。はい、ということでよくね、皆さんと遊んでる福ちゃんに対してね、琉球はどうでした？あ、でもソロでもあ、それでもね。あそうだよね、お友一人でも達でね。楽しめるし、みんなでも楽しめる。素晴らしい。あれソロで遊ぶ気満々みたいなね
みんなでね。はい。対照的なゲストがお二方ね。わかりやすい。わかりやすくね。いやでも楽しみでございました。さあということで以上安西先生忘れ物はないですかでございました。続いてはこちら。教えて青山さん。さあそれでは青山さんよろしくお願いします。ね。毎回ね勉強になるんですよこのコーナー。そうです。背筋をピンと伸ばして。そうね。はい。シュッシュッ。はい。ちょっと今準備してるんでちょっと待ってくださいね。ね、理解できない時もね。今日はそれでも多分いろいろ見た目が分かりやすいものだと思う。前ねプログラムそのままだったじゃないですか。ですね。あれ結構大変だと思うんですけどね。C言語や頑張ろう。マシン語やらな。今日どれだけわかるかな。単語1個ぐらいは分かりたい。ああ。かっこいい単語ね。かっこいい単語言えるようになりたい。言えるように。C 言語みたいな。わあ。この先生かっこよくね。全然かっこよくない。初期にかっこよくない。かっこよくないか。そうか。じゃあ画面出たみたいなんでお願いします。はい、今日はですね、モーションと呼ばれるものをちょっと解説しようと思います。モーション。モーション。モーションっていうのはこの3次元のキャラクターが動いてるやつですね。はい。動き。このキャラを選んだ理由は何かあるんですか。これはお願いしたデザイナーさんの趣味ですね。シメリア先生。シメリアコス。そうですね。まあじゃあ実はちょっとだけ理由がありますけど、はい。まあこれですね。でこれがどうやって動いてるかっていうとですね。どうやって？すごい。これちょっとスケスケなんですけど、内部的にはこうやって実際人間と同じように骨が入ってるんですよ。これ骨、実際骨って呼んでるんです。骨組みみたいな関節があって。そうですそうです。関節があって骨がつながってるっていう状態。キャラクターってみんな骨もあるんですね。そうです。中に骨を通してる。なんか変なこと。ものによってはね骨が入ってないものももちろんある。でその骨を角度を変えることで動かしてるんですね。モーションデザイナーがこの角度を一個一個設定して動かしてるんです。指はこれ細かく一本一本あるみたいな。これよく見ると分かるんですけど骨は実は2つしか入ってなくて、だからじゃんけんとかがチョキとか出せないですね。2本。これは骨が多ければ多いほど負荷が高くなってしまうのでこんな感じです。逆にこのスカートのところに骨が入ってるんですよね。本当だ。足のね大腿骨の上のところにある矢印2本がそうですね。揺れがちょっと違いますもんね。そうですね。これがこういう形で作られて。スカート履いてない時は骨むき出しになっちゃうってことですか。いやいやここに肉ついてるんですよ。肉はついてる。リカトラ人形で考えて。スカートの骨はスカート履いてるやつがもちろんないですけど、はいそういう感じです。でじゃあちょっとここから難易度を上げます。もう大丈夫。もう危ない。もう上がっちゃう。もう危ない。物理というものを説明します。はい。今のが台本のせいになってるぞ。いや台本に決まってんじゃない。わからないポジションいるでしょこういうの。何にも書いてない。バラさない。真っ白よ真っ白。このキャラクターなんですけども、これマントが後ろでこうなびいてるんですけど、これですね風に揺れて、マントにも骨が入ってるんですけど、マントのその入ってる骨を風の影響で計算で動かしている。さっきのモーションはモーションデザイナーが手でつけてるんでそのまま再生してるんですけど、こちらは計算でやってます。これを物理演算と呼びます。なるほど。状況に合わせて動いてるみたいな。そうですね、そうですね。すごい。はい。でちょっと話と言いますけど、実は Windows 版の設定に物理で制御している揺れの表現を有効にするっていうチェックがあるんですけど、この物理がその物理ですね。ちゃんと説明してないんですけど、そういう話ですね。これスペックがだからちょっと厳しいかなっていうPC であればこれをカットすることによってちょっと楽になったりとかっていうこと。そうですね。ただこれ実はちょっとねこのオプション名が正確ではなくて、これ切ってもあんまり変わんない。手前側の方の物理の
計算はしてるので奥の方の計算がなくなるだけなので少し軽くなる。少し軽くなります。軽くはなりますけど、はい、ちょっとこう難しいですよね、文言が。そうなんですよ。これ物理のパソコンを使う人みたいな感じが。いきなり物理って言われてもどうしたってなマントっちゃうとか揺らさなくてもいいんじゃねってそうそうそう。書いてほしい。正確な申し訳ありません。キャラクター消えるかもよって。すごくわかりやすい。メニューのデザイナーだからメニューのプランナーに言ってきます。マントの奥と手前は別物理なんですか？マントと奥と手前。他人のマント。その青山さんが今言ってた手前ごめんなさい。手前ってのは手前のキャラクターですね。手前のキャラクターと奥のキャラクターで計算、奥の方ってちゃんと計算してないんです実は。ちょっとごまかしたりしてるんですね。手前の方がより計算のが高くって奥だとちっちゃくなったらちっちゃくなった時に一生懸命計算してももったいないんで。普通に生活しててもさ手前は目に入ってくるけどさ奥も映ってはいるんだけど別に奥はそれほど自分の視界にとって重要なところじゃないからそこはオフしてもいいんじゃない。なるほどね。リアルに表現しなくても。私がここにいて人がここにいてその人がマントを背負ってる時ってことですよね。何言ってんの？多分合ってるけど。合ってるよね。多分合ってるよね。じゃあはい、その物理の、再生をします。これが、ちょっと風そよそよしている時の物理演算の結果です。まあ自然なんであんまり、なんていうか、揺れてますね。変な風に見えないというか、むしろ気がつかないかなという気がします。でこれが同じ要は同じ、モーションデータで風だけ強くしたものがこちらですね。髪の毛も。髪の毛とマントがこれは揺れています。すげえ。だいぶリアルになりますね。めっちゃ吹かれてる。なんで場所によって例えば楽園とかですかね。すごい風吹いてるところもありますし、塔の上みたいなところ。あと嵐の了解とか。そうです。吹いてるとか吹いてますね。この辺は全部風多分ね風吹いてて自然だからあんまり気がつかないと思うんですけど、自然だと気づかないんですけど計算は大変なんですよ。結構やってます。そうなんだ。じゃあもうなるべくなら風の強いマップは出したくないみたいな。まあそんなことないですね。計算はしているので結局は強い弱いはあんま関係ないですよね。でこれがみんな大好き土下座ですけど、これは風ではないんですが、これ物理演算してるんですよ。物理を計算しないときどうなるかっていうと、何かに引っ張られてる。皆さんニュートンってご存知ですかね。アイザック・ニュートン。名前くらいは。リンゴの人です。そうリンゴの人って覚えてるじゃないですか。私もそう覚えてたんですけど、彼微分方程式を残している人で、微分方程式。重力を数式にしてる人なんですよ。でその数式を計算してこれができる。じゃあニュートンのおかげで。そうですそうです。ニュートン力学のおかげでこれが計算できてるのは間違いないです。ニュートンありがとう。ありがとうニュートン。でじゃあもう一つ。これが物理演算をしている時の状態です。はい。自然の。何のポーズだこれはあれです。闘魂打ちの。打つ前。打つ前にチュボーってやってる。ためながらの。でこれ物理演算しないとどうなるかわかります？どうなるか予想してもらえます？物理演算しないと？右手を上げてるんで。またマントがビューって上に引っ張られる。引っ張られる感じで。当てたい。体に食い込むとかそういうことですか？そうコメントに出てましたね。そうなんでよくわかりましたね。こうなるんですよ。でもこれなんか昔ゲームとかでよく見たね。これ要はマントの骨と足とわざわざ当たってることを判定してるので、足だけじゃなくて手とかあちこちが判定してるので割と重たいんです。その計算量が多いんですよ。これをちゃんとやると、ドラゴンクエストは楽しければいいんで。なんですか厳密にこう抜けないクロスしないとかっていうわけじゃないんですけど、別に抜ける時は抜けてやってるんですけど、なるべく自然に見せるようにってことで。そうですね。ドラボードとか結構大変なんですよね。大変なんですよ。そうなんですよ。そうか風もなんや全部。あれマントってどれぐらい関節があるんですか？骨はね9本入ってます。
手にも2本しかないのに。そうなんですよ。そういう意味ではマントはすごく骨を食うんですよ。だから一番初めに DQ10 作るときにマントやりますかっていうのを一番初めにそう言われると分かりますね。一番初めに議論する。そこまで大問題なんだ。そうそう最初正確に言うと最初はマントやめましょうって決めました。はい。あとやっぱ髪の毛入れなきゃいけないし、でもう一個スカートあるんで。まあちょっと後で話しますそれは。でラストおまけでこんなのもあります。これは決めポーズの途中のやつなんですけど。クックルミ温度みたい。さてじゃあさっきの話にもつながりますが、ドレスアップと物理、今日はドレスアップの話をちょっとしますって話を実はツイートでしたんですけど、ドレスアップと物理の話をします。まずこの人ですが、ここではですね髪の毛とあとダンディージャケットの裾が風で揺れています。でこれちょっと完全余談なんですけど、このダンディージャケット私が担当者にこんなジャケット欲しいんだけどっつって作ってもらったものです。そうなんですけど。だからデザイナーに青山さんこれでいいですかって言われてよくわかんねえよって言ったら別にそれでいいよって話だったんですけど、まあでもかっこいいです。これ開発で青山ズボンって呼ばれてる。ズボンも組み合わせてそうですね。これはズボン、そうですね。はい。ズボンはまあそうです。後でちょっとあれですけど。でこれと紳士服の青山。そっち紛らわしい。でこれがですね上半身裸になってるんですけど、下がコマンダーコートの下、これ揺れてるんですね。でこれを組み合わせる、そのダンディージャケットと組み合わせるとこうなります。あ、しまっちゃうんだね。でこれが技術的理由なんですよ。要は物理演算するパーツは2箇所って決まってるんです。髪の毛は髪の毛が1つなんで、どっちかしか有効じゃないのでしまうんです。だからこれを分かってるとドレスアップの時これとこれ組み合わせたらこっちが上になるなっていうのは分かるはずです。なるほど。確かに裾出してくれよって思う時あります。すいません。はい、そうなんです。それは変えないといけないんで。シャツインどころかジャケットインですね。結構モコモコですよ。冷え性の人みたいな。2箇所しか揺れることができないってことは、じゃあ髪をこれ坊主にしたら揺れる。そうなんですけど、どうしても装備で髪坊主に決定できないじゃないですか。だから坊主でも1箇所使ってる形になっちゃって。そう坊主にしたら袖が出るとかじゃない。俺おしゃれな人はみんなスキンヘッドになってる。未来しか見えないよそんなの。ドレスアップ上級者はみんなスキンヘッドになってる。さすがにちょっとそれは難しいですね。例えばレンタル衣装とかで上下全部決める。決まるところは髪の毛以外のところも入れることができますね。それはそうですね。そうなんですがちょっと今ネタバレされてる感じが。ごめんなさい。一時期流行りました。これがマントさっき言った大丈夫です。マントが諦めたってじゃないですか。やめることにしたってじゃないですか。でも実際マントできてますよね。そうですね。なんでかっていうと。これねフェンサーマントなんですけど、一番初めのマント系だよね。流行った。上下一体型なんですよ。つまりこれスカート履けないんです。なるほど。スカートが履けないから髪の毛とマントが揺れるしか、髪の毛とマントしか揺れないって決まってるからマント OK なんです。だからマントとスカート同時に着たいっていう要望はいただくんですけど、無理なんですそれが。なるほどね。すごい。なるほどね。体に刺さっても良ければって話だねさっきの。いや計算が重たいんですね。なるほど。なるほどねって言いましたけど今だいぶ分かっ。いやでも確かにマントがあってスカート系はスカートが本当に意地なぐらい硬いなってイメージはある。これもそうですね。これはマントだけ入れてる形です。なるほど。もしくはタイトスカートでしたもんね。マントがあってもなんかそう風に入れないタイプねなんですよ。でですねこれちょっと2箇所っぽく見えますけどこれは体上っていうことで一つマントの骨数で振袖左右やってる。振袖もこれ体に入れてるんですけど、これも上下一体型の装備ですね。マントの一つのやつを2つ左右に分けた骨組み。そうですね。そういう形。分けるとかできるんですね。計算量が変わらなければいいんで。そうなんだ。
トータルの計算量が同じようになるようにちょっと工夫してこういうことができています。ただ、スカートは同時に履けません。あれとかはハロウィンの全身ローブみたいなやつとかすごい難しそうじゃないですか。幽霊のやつ。幽霊のやつ、そう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 、レンタル衣装です全部マントみたいな感じじゃないですか。レンタル衣装はもう形が決まってるんでやりやすいっていうか数は決められるってことです。でですね、今まで言ってたスカートとマントが同居できないって言ったのにこれできてる図を持ってきました。これ風に揺れるスカートと風に揺れるマントが一緒にしてるシーンです。これなんだかわかります？スカートが短いから？いや、スカートはちゃんと計算してます。上なんやあれ。頭と一緒だから。そうですね。すごいな、もうあれですね。視聴者の方はさすがですね。もうすぐ答えてましたね。みんな理系ななるほど。くそ髪扱いなんや。これで髪の毛消してスカートと意地悪だよね、さっきのカットがね。絶対女の子に見えるぐらいの。うわーすごい。ななるほど。はい、今日はこんな話。面白い。すごい。じゃあこれ頭装備っていうことにしてもマントを作ってもらえば揺れるってことですか？これにまあそうです。これに関しては頭と上半身を使った頭、体、上、マントですね。なるほど。そっか、でも髪が隠れなきゃいけないってことですね。そうですね。はいパラディンの職業装備みたいにあれも完全に頭隠れますよね。あれであればマウントつけてスカート履くことができますね。でも顔のここだけは出ててもいいってことですよね。髪の毛さえ隠れてれば大丈夫。そうですね。はい。なるほどね。すごいな。ちょっとしたことがね、こんなにドレスアップに関わってるっていうのが。これ途中うまく大変なんですよ。これデザイナーがこれ作るの本当大変で、よくやっアイデア勝負。そうですね。規定も細かく作られていて、こことここがこの一緒になったらこっちが消えるみたいな設定も全部やってるんで、すごい大変なことしてます。はい。なるほど。マントあってよかったですね、この世界ね。そうですね。計算しないとね、計算しないとすごい硬いマントになって違和感すごいんですよね。カッチカチのマントが出来上がって。本当提案とかでもシャツインしないでくださいっていうのがよく来るんですけれど、そこは本当デザイナーさんがこういう制限を知った上でデザインしているところなので、なかなか難しいところではあるんですよね。組み合わせのね種類が減っちゃうのがまた。はい、そうなんです。おしゃれが減ってしまうので、本当だからデザイナーさんがいろいろ工夫して作ってくれてるなっていつも感謝してます。なるほどね。じゃあもう勝手にシャツインとかしちゃうのはもうそこはもうご了承くださいっていう。そうですね。そういう事情があるということですね。はい。ということで、なんかでもそれ意識するとドレスアップもより楽しめるね感じが。骨はどこだろうとかね。どこだろう。そこまで意識がいいと思います。そこまで意識してないですか。はい。はい、ということで、教えて青山さんのコーナーでございました。続いてはこちら。はい、アストルティア冒険塾。さあ、ここからはですね、最近ドラゴンクエスト10を始めた人たちやカムバックさんに冒険に役立つコンテンツやシステムを改めてご紹介してまいります。今回は荷物整理。これ大事ですからね、紹介していきたいと思います。では、ヨースピーお願いします。違うんです。今日はこのまま青山さんに。このまま青山さんにお願いします。はい。ちょっと技術、今日は青山さんが説明したいところもあるっていうんですか。青山さん続けてお願いします。はい、続けて私から荷物整理の話をします。先輩冒険者の皆様には当然知っていることだと思いますけれども、始めたばかりの方々に、使っていただくと冒険が便利になると思います。初心者大使はね、みんなね荷物整理下手くそなんですよ。でも始めたての人とかゲーム慣れてない人は多分みんなにもパンになると思う。はい、まず最初にですね、消費アイテム使うものとかですね、を、持ち歩くその道具の袋、これに関して最初20かな、ここから数を拡張できます。まあ手紙が届くんで皆さんご存知かと思いますけど、メッセージとかもいるので、割と長くプレイしてるとレベルとか上げていくと、手紙が届いて、このトート君ですね、ジレットの井戸の中に住んでるね。はい、そこのクエストをクリアすると、今70かなまで増やす。持ち物が増やせます。ありがたい。ありがたい。トート君ありがとう。これもしやってない人がいたらぜひ増やして持ち歩くようにしてください。あとこのト
トートのクエストは、トートくんのそのカバンを作るその成長が見えるクエストなので、はい、ぜひストーリーなので、ぜひ楽しんで。でもちょっとかわいそうだけどね。こんなちっちゃいからね。井戸の中、街の中で井戸の中に一人で住んでんだよ。だってこんな子供が。ね、親もうん。大変。はい、じゃあ続きまして、はい。今度笹ラナさんですね。こちらは装備袋ですね。装備袋に関しても、このラッカランの2階にいる笹ラナさんで、今125まで増やすことができない。装備品とか特にストレッチっていうのはその荷物を入れる場所を増やすのがどうしても技術的に少し難しいところがあるんですけど、でも今の時点でも結構増やせるようにはしてるはずなので、それは目いっぱい使っていただければなと。装備だって 125までなりますからね。だいぶ持ってます。はい。半端ですからね、125はね。あれ？もうちょっと増やしていきたいんですけど、ちょっとちょっとずつやります。どうも急にプレッシャーが。これは毎回ね、増やしてっていうのがね。やります。はい。でも今でも125まで、最初50かな？25？最初25。25だったんだっけ？考えられない。頑張ってたね。考えられない。ベルトで埋まるじゃんみたいな。はい。じゃあ続きまして、あとは預かり所、皆さんもう使ってる方多いと思いますけど、預かり所のクエストをクリアすると預かり所が使えます。倉庫ですね。預かり所の倉庫が使えます。あともう一個クエストをクリアすると倉庫もう一個使うことができます。あと住宅村で家を建てると、屋根裏が倉庫になりますね。あとタンスとか収納家具を入れることでその中にもアイテムが入れられます。あと家具庭具置き場っていうのもあって、そっちには家具庭具限定ですけどそちらにも置くことができますのでそれもご活用ください。あとですね、傘枠ですね。傘に関してはこの束ね、これも束ねちゃん、ラッカランの2階にいる駅の2階にいる束ねさんですけど、傘をまとめることができて、傘は1回手に入れると、それ以上特に変化がないんで、過去に持ったことがあるかどうかだけ覚えてる感じで覚えていて、捨てても、それが装備できるように、見た目上装備できるようになっています。カメレオン傘ですね。あとちょっとここに書いてないですけど、各職業の万能な証。証が捨てれるようになったんだよね。この万能な証がもらえる。証でパンパンだったもんね。一個一個ね。はい、これもぜひもしここに最近始めた方でここに来られてない方はぜひ話をして。便利だよ。全然違いますもんね。意外とね、束ねてなかったりとかしますからね。いやでも初心者の人とか始めた人に本当に聞かれました。本当に捨てていいのみたいな。怖いよ。そう怖い。本当にダメだった時みたいな。大丈夫だよって言って。はい。あとはですね、ですね、おしゃれマスターというクエストがメギストリスの真ん中にいるベレーレさんに話しかけてあるんですけど、これが着せ替えドールといって丸ごと一つ装備、装備一式を持っておけるというか飾っておけるものがあります。意外とね、これいいですよね。これは実質家具じゃない、装備品一式持てる場所が増えることにはなりますね。はい、そうですね。はい、これとあとはチャガナ、最近活躍しているチャガナさんですけど、チャガナは連ドアのこのちょっと隠れた場所にいますけど、チャガナで売ってるものに関しては捨ててもらっても後で安いゴールドで買えますよというところですね。チャガナさんね、たまにね俺ら忘れちゃう時あるでしょ。タイミングたまにね忘れたんじゃないんじゃないかな。たまにあれそうかなっていうのたまにあるから、そういうのは言ってもらえるとね。チャガナがまだね、そう流通してない。優しい部位。そうですね。
でも確かに言ってもらえると気づいたりします。気づいたってちょっと忘れてるみたいになってる。忘れてない。そうでもこれのおかげでだいぶ何こう季節系じゃないけどなんかそういうね装備捨てれるようになりましたからね。本当に結構ね水着だらけで、そう水着だらけ。浴衣だらけでそうとか。季節関係のそういうとこ本当捨てられなかったですからね。はい、まあそうですね。ここご覧になっていただくか、冒険者の広場とかでもどんなアイテムがチャカラで売られてますよっていうのは見えるんで、ぜひご活用ください。あと同じように手紙もですね、最近入りましたなんだっけ、思い出書箱を使うと季節イベントとかの手紙に関しては捨てても後から読み直せますという機能が入っています。はい。じゃああともうちょっとですね。ちょっとここからは追加なんです、プラスアルファなんですけど、さらに持てる量を増やすためにですね、5キャラコース、3キャラ普通最初3キャラコースが普通なんですけど、5キャラコースを選んでもらうと、さっきの預かり所の倉庫1個と思い出アルバムの写真を保存できる数を 100枚かな追加できます。はい。あと、オプションプランも用意していて。追加倉庫ね。倉庫の追加がちょっと月額の有料になってしまいますけれど、最大5つまでですかね。増やすことができます。1個につき50枠増やせます。あと月200円。そうですね。超便利すぎてめっちゃお世話になってる。もうやっちゃってる。メインキャラはこれだよね。おしゃれすぎてこれ。でもこれアカウントで持てるから。はい。はい、あとセキュリティ特典で、セキュリティトークンを入れてもらえると、ソフトトークンでもハードでもっていうかワンタイムパスワード入れてもらうと、着せ替えドール1個もらえます。そうですね。いただきました。今あれかな、全キャラにもらえるようになりましたよね。はい。バージョン 4.2 から。これなくてもトークンはぜひ入れてください。まあそう確かに。それはその通り。普通にジェムもねもらえますしね。毎日ね。アカウント乗っ取りとか怖いですからね。はい。あとですね。はい。確かに始めたばっかの人はねまだワンタイムパスワード何って人もいるかもしれないからね。ぜひ入れてくださいね。はい。あとちょっとこれ最後なんですけど、ちょっとアイテムとは少し違うんですが、モンスター酒場の数も同じようにオプションプランで4点ずつ増やすことができます。あと思い出アルバムの写真もさっき5キャラコースもありましたけど個別に増やすこともできますね。マイコーデに関しても個別に増やすことができますので、こちらに関してはオプションプランに関しては、月額自動継続、要はそうですね、自動的に継続している登録が必要なんですけども、これ追加でお金そうですね、契約してもらえれば登録してもらえれば得ることができます。なるほど。まあ欲しい方だけね。写真いっぱい撮るよとかね。人はタイプの人。あと5キャラコースに関しては忘れてましたけど、プレイステーション4の方は5キャラコースしか選べないので、逆に言うとさっきの特典は初めからついてる。はい。そんなところですね。はい、以上です。はい。ストレージの追加って部分のこちらから提供するものに対する対価を支払いいただいて提供しましょうって話と、あとはじゃあストレージをバカすか追加すればいいのかっていう問題でも青山さんないんだよね、これね。またというといわゆるこっち側でインフラとしてストレージを確保したからといっていきなり装備薬が200にできますとかっていうまた問題とも、そんな簡単な話もそうですね、割とそうですね、バランス見て作ってますし、だから一回装備薬拡張した時にみんなが一斉に倉庫を整理することによって DB にかかる負荷がめちゃめちゃ増えたりとかっていう時も、DV データベース DV じゃない DB データベース DV じゃないそれ違う。そうなんですよね。一回大変だったのが屋根裏を50から60にした時が本当大変で、そうですか。他はクエストクリアしないと増えないからだと思うんですけど、屋根裏の時はなんか一斉にみんなが一気に整理しだしてですね、そういうことになったことはありました。皆さんのデータ預かってるんでね。
ね。なるほどなるほど。あ消えたら大変ですからね。いやいやそうなんですよねあれが全てですからね MMORPG まあちょっと専門用語ですけど MMORPG にははい。なるほいいですか。そういうね、はい。運営チームのね。まあ青山さんで話してもらう意味があるんですよど。そうですね。僕ら無責任いつもね。増やせ増やせ。まあ頑張りさん増やすことはもちろん増やすように頑張りますけれど、はい。でも装備また増えたら嬉しいってヨウスミが言ってるからね。だって125は半端じゃん。それはねもうみんなの声として。そう、はい。もうユースピそのぐらいにしといて、本当にね。ははい、ということで、アストルティア冒険族のコーナーでした。続いてはこちらのコーナー。い。はい、超バトルチャレンジ。よいしょ。来ましたということでここからはゲストの皆さんで強敵にチャレンジしていただきたいと思います、はい。今日バトルに挑むのは福ちゃん、りゆきちゃん、ヨウスピー、そして斉藤 V の4人でございます。ジェネリックだっけゲルニックだっけ。それとやるんでしょ。それでやるんでしょ。違う。違います違う。ジェネリックそうジェネリックは安くなる薬のやつですよ。違うんですよ。はいということで挑戦してもらうボスはこちら。ジェネリックじゃないよ。はい。あーやだこの2人。そうです。例外は、レギュラーラッツォそしてジューマローガストとなっております、さあこちらですね、実は前の放送の時、超ドラゴンクエスト 10TV 委員長会議2018出張版の時に、チャレンジしたんですが見事失敗して惜しかった。惜しかったっすよ。惜しかった。相当惜しかった。いやいやいや記憶してるところでは惜しかった。で見てる皆さん覚えてますでしょうか。ギリギリでしたね。ねちょっと尺が足りなかった感じ。そうだよね。あれだからなんか負けって言うから仕方なくねやられちゃったんだけど。いやいやね V がいきなりお金なくなったって言ってそうだお金だ。そんなことあるみたいなね、まさかの財産つき V さんだってスーパースターできたのにだって2万ゴールドぐらいしか持ってきてない10回そんなことありましたからね。一応リベンジみたいな形に。そうなんですね。ですよね今回リベンジということで、前回と同じ構成で挑んで、まあ中の人は違うんですけどね。そうですね。いただきたい。前と同じ構成にすることによってはい。勝てるのかどうかっていうね。はい。今日の強さははい。今日3かな？違う今日1 1。1です1 1。紛れもなく。 3じゃない。です。一番強いの1じゃないです頭のか。中で3って思いたいみたいなね。簡単のそう1。一応一番簡単。はい。一番難しいの1じゃないの？違います。違います。あ、そういつから変わったの？初めからです。さあということで構成は、福ちゃんが僧侶です。はい、そしてりゆきが戦士です。戦士、そしてヨウスピが天地雷鳴士です。そして斉藤 V がスーパースター。まあまあね。リベンジですからね。そうですね。はい。お金さえね。お金あればバイトとやったんです。 V さんお金持ってます。大お金丈夫大丈夫です。500万ぐらいあります。ねもということで挑んでいただきたいと思います。じゃあ、足りない。番組見てる皆さんにここでアンケートご協力お願いします。このメンバーとこの構成で、メガメレギュラーと一応聞いてみてよ、この4人に勝ったか勝ってないか。あ、確かに。福ちゃんは、このレギュラッツォ戦は勝ったことはありますか？先週の金曜日に初めて勝ちました。すごい。強さは1の時で、その時スーパースターいらしてくださいました。なるほど。じゃあこれはいける可能性は倒した時と同じ構成に近いと。同じ構成ですね。おお、これは動き方とかも。勝てるんですね。でもスーパースターの方が葉っぱをばらまくか金をばらまくかっていう。ここはね、うちの集英者すごいから。ここはうちの集英者すごいからさ。いやちょっと葉っぱも用意しないと。葉っぱつきたとかやめてよ。はい、りゆきは私も1はクリアしまお送りする。マジかよ。さすがだね。やばいじゃん、そんなの V さん。僕は前回以来ですね。ステージ以来。チャレンジが。俺は一応頑張って一人でね、一人？こうやってなるほど。大体平均3分。いやいや死んでるやないかい。
いやそんなだってさ1だからとかさみんな気軽に言うけど、はい。勝てないでしょ。まあそれはねエンドコンテンツとかね強い強敵ですからね。でも前回ね、反省点であったり。そう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 。ねね、どう動こうみたいな。そう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 。メンバーもね一緒にさあアンケート結果見てみましょう。アンケート結果こちらです。あ、うわーでもそうだよね。いやいやだから本当リアルだからやめて。いい感じの数字になってんじ勝てる37.7勝てない62.2。あゃん。いい感じの数字じゃん。防具とかもね、なんかそう1000万かけて身長とかそういうこともあるんじゃ前ない回からねね進展してとか。 V さんはどうですか？いやもうあれですよ。はい。西欧の盾買いましたね。何？え何つった？呪いに呪い呪いに100にした。呪いとブレスには備えましたよ。いやなんかそうやって書いてあったよどっかに。あ、そうだ呪い西欧のカードがね盾を買えって書いてあったから。ね書いてあるよね。めっちゃ切れてるよ。どうなの？めっちゃ切れ落ち着いていやもいいちょっと。ブレス結構ブレスルフとかね。うんいやまあいろいろねなんかうんそれはいずっと書いてあったよね。あ、そう。書いてあったよね。みんな書いてあったよね。だいぶトーンが下がってくる。でもあれだよちゃんと神道滅却しないとダメですよ。神道滅却。パーセンテージね、ブレスの。やばいコマンド1だ。大丈夫かな。皆さん準備できました。スイッチのプロコンが欲しい。さんがコマンド位置を直してます。いや大丈夫です。これみんなどっかにいるんですか？いやもう現地集合でお願いしこれます。どこでしたっけ？現地集合で現地です。ルーチで。ルラストあります。なんていうとこ来てないけどなんルでラストあります。なんていうところに行けばいいんですか？なんていうところでもそれも忘れちゃったの。一回いたでしょ？いや1回しか行ってないですからね。ああ、そうそか。っかみんなサーバー一緒ですか？みんなサバイ一そうだよ緒です。ああよかった。ねやっと。もう斎藤 V っていうキラパンにしないもん。いや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 仮に斎藤 V っていうキラパンいるんだったら入れてもいいですよ。いるんであればねそこまで準備されてるなら。名前でもすぐ変えれる。ほら今赤い人たちが出てくるからさ、やっぱそんな簡単いやじゃないってこ本当だとですよ。赤い人たちがといえどねそまあね、いろんな職業とかで楽しんでる方もね。そうですね。いらっしゃいますもんねはいいろんな戦い方が生み出されてきてますね。ういや本当にさみんな知らないかもしれないけどちょっと俺今月忙しかったの。本当に。お仕事。だけど俺本当また泣きな。早く準備してもらって。あじゃあ皆さん大丈夫ですか？はい押しました。はい。 V さんご飯食べてないけど大丈夫。あでも一応ヨスピめっちゃ真面目になるのね一応。そうだよ。ちゃんとね、チェックしてアイコンを。ちゃんと。あ黒バーガーでいいですか？いやいいよ。本当に一番黒バーガー。バーガー。いいよ。まあ食べてないよ。そうだ。で V さんはでもこれでも多分ねめっちゃ会心出るから大丈夫。めっちゃ会心出るはず。なるほどね。いけるいける。ちょっとハマス。うわドキドキする。言うて1ですから。はいじゃあ画面 OK です。言うてはい。頑張ります。さあリベンジ。甘いしが分かんなくて。何すればいいの？何すればいいの？はいどうしよう。私装備大丈夫かな。確かにね。え？バトルトレジーレッツゴー頑張ってあ俺に来てる。ごめんしてきますあ V さん V さん。いいじゃんナイスボディガード。ボディガード。すごい。あ私かな。 V さんですね。おお。ボディガード V さんナイスいい。ボディガード。これなんか今んとこ全然いい。絶対やれよ。あやばいこれちゃうな。いいねいい V さんいいね。ですよボディガード。そんな。ずっとこれでいいんじゃないですか？ずっと V さんにターゲット言ってればいいけどそういうのいかないでしょ。みゆきだ。はい。あ、いいね。入った？あ斉藤さんどこだ。あ危ない。抜けた。あ抜ける。抜けて。あごめんイスカも壊ってしまうこれは。大丈夫だ。いけます。おおいいねいいね。あれ？ダメージ入ってるよ。おいだ巻いた。もうちょっと片方にしか当たらなかった。ね1だ1が悪い。ちょっと俺じゃマキャドがあいいですね。ちょっと安定してあれますよ。なんか3分持ちそうだけどこれ。3分じゃ倒すんだよ。倒すコーナーでしょこれ。違うの。目標は低いじゃなかった。お巻いた。ごめんなさい。ナイスナイス。やべこれは避けたい。おい。いやでもいいよいいよ。カカロン何する？カカロン何する？カカロンは。カカロンは？もう一回。カカロン先生。カカロンさ
れてるよ。あー、てです。オッケー。いいだ、やばい。バイバイ。これだから俺、葉っぱいける、葉っぱいける。まだ、機嫌が悪い。葉っぱいきます。不安じゃないの。大丈夫です。大丈夫。あ、じゃあさ、V さん葉っぱ行こうか。V さん葉っぱ行こうか。の方がね、安定はしますね。はい。カカロ呼び直す。カカロ呼び直す。いや、ベホマスターだね。やっぱりいいじゃん。ない。どんどん攻撃していくよ。なんで V さん寄ってきた。大丈夫ですか。 V もちょっと攻撃して。おー、巻き込まれたくない。いい。うおー。あ、気をつけて。これ私、これもらうかもしれない。あれね、なんとか耐えた。いい感じ。いい感じじゃないこれ。はい。やばい。紫。見てろよ。37%。勝つぞ今日は。V がなかなかしぶといよね。なんで。すごい。めっちゃ縦ガード発生してるし。縦ガードボディーガードみたいな。やっぱ背負うの縦じゃないですか。確かに。間違ってなかった。間違ってないです。書いてあったもん。書いてあったもん。目の前惜しい。ね。リキちゃんが持ってる。あ、痛い。いける。みんな葉っぱいける。やりました。ちょっと今ボディーガードを一回。ボディーガード呼んで。はい。慌てず。あ、ゆきさんありがとう。イズ。あ、そしてかぶる。なんと3分経過しております。やったー。いや、本当20秒とかで全滅してしまうかと。いけ。これ意外フィーリングオーラ来るよ多分これ。攻撃者なんで。いや、敵があ、ちょっと待って、最後関わってくる。フィーリングオーラ来た。フィーリングオーラ来た。おお、巻いてる。いい時に来た。あ、ごえ天使いい天使。福ちゃん電波に乗っちゃいけないからですね。恐ろしい声。あ、ごめん。落ち着いて。呼び直そうと思ったら殴られた。これ V さん一人になっちゃうやつじゃないこれ。ナイス。ありがとう。いや、いいボディーガード。いいボディーガード。切れちゃった。これはね、これ。これは。葉っぱ。ちょっと。奇跡起きて V さん。ちょっと。どうする？何をする？ボディーガード。よし、ナイス。まずはボディーガード。ボディーガードからのね。はい、ボディーガー突破された。ボディーガードが帰ってしまう。もう一回やらせて。え？もう一回行けば多分いける。もう一回行けばいけます？構成は。いや、構成このままでいいよ。勝てるもん今の。勝てるよね今ね。勝てるのこの同じ。アイコン真っ白でした。いや、大体だって。真っ白でしたね。名前ね。真っ白。大体いつもみんな戦ってる人もこんな感じでしょ。黄色までは。黄色になったらもうあと一人。こんな戦い方でしょみんないつも。違うの。 V さんゴールドシャワー何回ぐらい？いくら失いました？言って100万ぐらい使ったんじゃないですか。全然使ってないです。 V さんなんか職業の証ついてないんじゃないか疑惑があるよ。ああ、そうだね。そっちね。ビビたる。コメントであれ V は魔人の勲章をつけてる。魔人の勲章をつけてる。防衛軍師を。V それはちょっとダメージがね。ダメージがだってさ、ゴールドシャワーのダメージが全然違うでしょだって。いやだってお金使うじゃないですか。使いますね。勝ちたいでしょ、お金使う。勝ちたいですね。それやったらつけましょうよ。つけましょう。これはどうなるんですかね。じゃあもう一回やろうよ。同じ構成でいきますか。同じ構成でいって、今の構成を今の戦いを見て、もう一回アンケート取ってみて勝てると思う。それでさっきよりもパーセンテージ上がってたらやるよ。そんな変わる？結構斉藤文っていう。待っていますね。名前されてませんかこれ。じゃあその人いいんで。今斉藤 V という名のキラパンが近くに。なんかただいま斉藤 V というキラパンさんが集結しつつある。そういうコーナーじゃないですよ。モンスター酒場が今オーディー。そういうコーナーじゃない。
じゃあアンケートあ、俺ちょっと言ってみましょう。そうですね勝てる勝てない。同じやつです。じゃあ V が証を装備して同じ構成ではいいやついにね私使いますよするのか。はい、うまくできますよ皆さんじゃあアンケート結果ご協力お願いします。はい、あら、はい。もう一回証付きの V バージョンアップした。久しぶりな真の力で目そう、覚めそう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 。福さんねスパスタ構成で買ったんですよね。一応ね。いやただその時証ありましたもんねその時のその人はスパスタ今は証なかったからいやでもやねっぱそのねバトルスキルが問題で。竹岡さん。あ、竹岡さん。はい。竹岡さん。はい。ということでアンケート結果見てみましょう。アンケート結果こちらです。どうだ。あれそうだよじゃあ皆さんは証今下がりましたことある？じゃあ証つけなくてよかったじゃんなんで証つけたの切れてる、怒ってる。ですよ。切れてる V。どうすれば勝てると思うの？じゃあこの4人だったら。だって2人は勝ってんだよ。多分問題は俺と V さんなんだよ。どちらかというと。だってりっちゃん、福ちゃんは勝ってるからね。でもやっぱカカロンとかはね天地雷鳴者欲しいですよね。カカロンね赤の欲しいですね。スパスタはどうですかスパスタはどうですか？皆さん。スパスタはどうですかスパスタだってさ範囲でダメージ与えられるって意味で言うといいでしょ。まあね。多分本当のこと言うと俺と V さんがアウトしてキラパンとキメラを番組ある？いやいやそうですね本当はねそれがいいんでそれがいいはずです。正直なことを言うと。これ DQ10TV ですから。はい。ね。でもまあボディーボディーガガードードからのゴールドシャワーですから。そうですねじゃあダメージは悪いかもしれんけどもね生き残りと。できちゃんで僧侶とかできるの？あ、送料大丈夫です。じゃあそうそうなんだ天地スパ。そうそう天気塾みたいになってそうそう天地スパ。いけますそうそう天地スパでアンケート取ってみよう。ちょっと待ってどんどん下がっていくかもしれないですよスパスタはいずれも入れるあれでパスタのお金がだいぶかかりそうですね。ゴールドシャワーって結構な火力じゃない？うん。違うの？でもさっき300とかじゃなかった火力きつそう。 269いやいや260だよゴールドシャワー。あれまだ重しつけてたからそうだね。今真の力出してます解放しまし脱ぎましたね。た抜きましたキャスト。ギブスをバーンと外してる。めっちゃいいじゃないバサにようやく。いや時間余ってないんですよ正直。正直そんな時間余ってないんで。でもこのままじゃ終われないですもんね。終われないけどちょっとね番組にもちょっと押しすぎても困るかなみたいな。この後夏祭りの話を結構長くしないといけないんです。そうなんでね。どうしましょうか。いやもう一回だからアンケート取ってみて37%勝ちが37%超えなかったらやめよう。構成がいやもうそしたらキメラじゃないキラパン入れていいそこまで言うんだいやキラパン入れたって勝てないよもう。あいいよだからだからそれでやるかやらないか。だから見たいか正直見たいか見たくないかってアンケートです。なるほど。誰か見たくないそうそう天使1見たい2見たくない。はい。そうちなみにこれはちゃんと斎藤 V 回です。斎藤 V いやもうちゃんと装備しましたからうん。万能の証強さに目覚めたそれはね斎藤 V。みんなで負ける結局見たいってことは負けるとこ見たいってことですよ。勝っちゃう活躍するとよこ見たそれはいでしょ。見たいよっていうのそうなるとは。もう100%みたいにね。ね。あ。お。めっちゃ増えたじゃん50%超えましたよ。みたいがギリギリじゃないですかこれ運営不正とかしてないよねこれ。してないよね。ちょっと50超えちゃったよ過半数。これは行きましょうよ。これだからあれでしょ。今素の万能の証装備してましたわいやだから本当スタッフには覚悟してもらいたいんですけど。危なかった今すごいことが何今素の万能の証装備してましたよ確かに設定すらしてない。設定してないよ。今しましたしましたつけてないのと一緒の一応確取ったこと認しましたはあるんだよね。一応確認しまあ大丈夫だよね。手元にはある。ちゃんとあの人結構今までスーパースター使ってきてるからね。まさか私取ってなかったとかびっくりした。はいじゃあ準備ね。よし取っていただいて。一応そうそう天地スパに本当だなりました。早々にだからあれでしょ火力がきついって言ってんでしょ。そうそう火力がないんじゃないかだから V さんも本当あれだよゴールドシャワー以外やっちゃダメだよ。そうですよ。あもうじゃあ逆に送料送料で。カカロンと我らに俺ももう大喜利とかやめて杖にしますよ。なるほど。はい。すごいおじさん2人を女の子2人が介護するみたいな。でも完全にそうだよね。
ねえ、じゃあ行きましょうねって。じゃあもう行きますよ。本当にだって本当スタッフ覚悟してほしいのは20分フルで戦いますからね。これから結構火力が少ない。はそしたらまあ途中から BGM にしてもらって、なるほど。バトルの途中で言ってるのか情報を言うかもしれませんね。い。じゃあ51%の皆さんのために勝ちに行きますよ。ははい。行きますよ。ちょっと見たいな。ねえ、自信のほどはユースペありますか？あるよ。お、だって福ちゃんとりきちゃん両方ともクリアしてるんだもん。そうですね。日本代表も勝ちましたし。あ、本当だ。確かに。昨日引き分けだったよ。引き分けだったよ。勝ちに等しいですあれは。そうですそうです。一人退場してもらえばいいね、これね。そうですね。それしかいないから。ああ、この方。なんか追いつきましょう。日本代表みたいに。カカロあ、いや、金来た。ーン。よし。全部 V さんに行け。あ、栗崎。いいじゃん。V さんに言ってる分、V さんに言ってる分にもゴールドシャワー強い。金券金まだ倒れてない。ゴールドシャワー強いっていうの小さく言ってたけど。ねえ、ほら強いじゃん。倍ぐらい出てるんじゃない？これが本気ですからね。あれ強い。ゴールドシャワー頑張れ。ほら火力が違う。いや、火力違う。これが集英社だ。ゴールドシャワーとカカロンのマイハドでね。やってます。マイヤーに頼るようで大丈夫？わあ、ごめんなさい。もう切らなくていいですけどね。ばらまいてください。ばらまいて。まあでも福ちゃんにゆきは僧侶ほぼメインのね。そうですね。プラスカカロン先生だから。助けてカカロン。あ、金券にナイス。すげえ。すごい。これが真の V さん。いや、今帰ったところです。通常帰ってっちゃった。はい。皆さんがご覧になっただけです。すぐ黒服に。あ、巻いてる巻いてる。あ、黒ケビンだ。金。あ、黒だ。よいしょ。すごいボディーガードガチャみたいな。これいけんじゃね？いいですね、安定してますよ。いいよ。あ、やばい、これやばい。力連打するか。そうだ。おーっとこれは嫌だ。あ、入ってなかったです。いいダメージ。いい音してるよ、金みたい。うわ、ブーメラン。それは硬い。ピリホール。カカローン。ピリホール使ってから切り替えた。やばい。私チャンス来てるんで後でグランドクロスをしたい。オッケーです。素敵。ゆきさん行くね。あ、ブレスだ。最高お願い。あー、対象間違えたかも。あ、よし、あ、呪っちゃった。あ、じゃあ持ち帰っちゃった。杖にしちゃった。杖に。あ、なるほど。ピリゴール。あー、やばい、こうなんとか派。おじさん2人が食らっちゃった。おーっと。大丈夫。天使が。オレンジダブル。めっちゃ狙われる。レバ解放した。ピリゴール怖い。天使入れます。ゆきちゃん、助けて。 V が出てます。V が出てます。ゆきちゃん早く。ゆきちゃんやばい。おじさん2人がまた死んでる。天使があります。天使ある？大丈夫。必殺来てるんだけどいけんかな。間に合え。めっちゃ見てる。めっちゃ見てるこっち。神。うわナイス。ヨースピの MP だ。おお、ゴースト。 MP 大丈夫。MP 回復する。すごいすごい。一回これで呼び名返すと。ああ、やばい。もう3分経過してる。いい。どうしよう。朝行こうかな。ああ、ビホイム。嫌です。最新のゴールドシャワー。会心のゴールドシャワいいよ。ー。足をめてください。ナイス。すごいな。頑張ってる。よいしょ。おあ、白い。白帰った。あ、帰っちゃった。ラグジュアリー。巻いた。呼び名。あ、カカロンが来たらグランドクロスやります。はい。カカロンいいぞ。よいしょ。あ
ストをこっち見てやめてください。大丈夫。よいしょ。ナイスガード。すごいな。結構いい。全然落ちない。防いでる。これちょっといけるかな。届く。まだ全然後ろだけど。ああ、いいグラウンドグラウンド。痛くない。おお、いい縦が手が炸裂しますね。ゴールドシャワー中断した？どうした？逃げられたからです。逃げられたから。あ、そうかそうか。逃げられたから。距離がね。すげえ見てるじゃないですか。いやもちろんですよ。火力の要ですね。そうで。そうです。起こすよ。カカロンが大丈夫。カカロン起こす。カカロン起こして。カカロン。ほら今一瞬悩んでたのかな。こいつ起こすべきかね。要でしょ。いい働きしましょう。火力の要でしょ。誰来た。間に合わなかっ大丈あ、金ケビン来た。夫。おお、テンション上がってるよ。金来た。ゴールドシャワー。そう。た。お、すごい。火力が。いいよいいよ。いいダメージ。あーなんかもうなんかしようとするたびに殴られるんだけど。おお、金。あ、すごい金。すごいな。ずっと床ペロしデカペロしてるよもなんかもうコマンドが回ってきたタイミングで殴られる。かもずっとなんか V が挟まれてんだよね。壁でしょ壁。壁はそうね。あ、変なことした。あー。挟まれてるよね。間違えた間違えた。開始。あ間違えた。あーいいよロザリロザリオいいロザリオ。あーでもそう違う違う。カカロンさん？カカロンが、カカロンさん？カカロンさん？カカロン？これ起きたら呼び直します。いいよ超。すごい。だろねロザリオ。カカロン帰っちゃう。呼び直す。助かります。でももう6分は持ってます。うん。ただ驚きの白さ。いやこんなもんだよまだまだこんなもん。残り時間残り13分まだ13分。 13分30秒。半分以上あります。あれ自分にせずやつ。まだ前ほらもう俺の大好きだもんこいつら。あーシールドブーメラン。避けられないよ。あちょっと今のダメージが結構いいダメージ。ザオ行こうかな。ありがとうカカロン。ジバルンバ。ジバルンバ。ボディーガードがいて、あ大丈夫。あ連覇。おお耐える耐える。ちょっとずるい。これ時間切れ負けとか一番悲しい。お金ねバンバン。お金。今考えません。やめましょう。考えておきましょうね。それはない。勝利だけです。あいた。おーっと。カカロン助けて。カカロン大丈夫カカロン大丈夫。日本代表メンバー見てるかもこの試合。なんかするよ。これザオリクする。ザオリク。勇気与えて日本代表に。見てるか。ありがとう。あーやばい。右ゴーラ来い。右ゴーラ来い。攻撃してるぞまた。油断すると攻撃するから。あでもそこが面白いとこですよね。だって強すぎちゃうからね。まあね。ちゃんとミスパー。おお耐える耐える。精度も入ってるね結構。お化け。カカロン。途中呪われてなかった。そうですね。あれ呪いガードついてなかった。あれ？杖にね。あそれ強い。そう盾を杖にしちゃったの。ね両手なの。まあ持ち難しいよそれ。あ無職だ。これダメかな私。嘘だ。あでも。ヨース PVP が17。ちょっともう使っちゃう。エルフのエレミ方が。か。ここはケチっててもね。ねじってたらダメです。あやばいカカロンいなくなった。4金。カカロン帰ってきて。間に合う間に合う。これ先。使ったのに。そしてジバルンバ。カカロン頼むぞ。あ。マヒャドじゃないってだからもう。なんでマヒャドなの。なんでカカロン先生に切れないねそんな。シャドウミスパー。やばい。あやばい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 。間違えた。攻撃してまた攻撃してるま。たエペチしてる。違う。これでヒーリングオーラ。まだ11分。カカロンベンマラいいよ。お煉獄火炎3。結構いいダメージこれ。もういい。よいしょ。おおいい。安定してきた。ねえ。ただ
だ NP が龍騎が22しかない。あ、ごめん。おっとおじさまたちおじさまたちエルフを残せないですよ、本当に。あと3つしかない。やばい。いいじゃん、そうだ、死んだら終わるじゃあと3つしかない。あ、じゃあ行くぞ。よし。ん。飲ませてあげてよ。今後一個も後がえようとしない。火力だからまあそうですよね。仕事してますかもららうかなもちろん。了決してケチってるわけじゃないですよ。解了解。いいね。エルフに。ね、次福ちゃんにも飲ませてあげてよ。喉が渇きましてなんなんだこの店は。少々喉が渇きましてそう、お誕生日なの福ちゃん今月。やったお誕生日だから福ちゃんね、飲ませてあげてよ。これは負けられないあと10分切っちゃった。あ、やばいよ。まだ白いよ。白いです。色が変わらない。落ち着いて落ち着いて。見て。火力はね、生きてるよ。そうそう。あー、来た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 。おーいい。魔食をもらってしまうあ、食ってやばい。おやー、痛い。あ、カカロンがいない。だからよく。ちょっと飲ませることに一生懸命。あ、黄色だったよ。すごい。いくら使ってんだろうこれ。考えないって言ったでしょ。考えないで。考えない。考えないで。おお、会心。あ、白ケミ変えた。おっとおーいい。ちょっとカガロ頼む。カガロ何するの？いや、いいねいいね。シャドウウィスパーは余計え、安西先生残り9分なんですけど、いけますいけるよ。なんとかなんとかまだ間に合う。ギリ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 でゴールドシャワーがね。ゴールドシャワーを配信連発で。やってあ、やばいよこれ。カカロン頼む。悪くない。ちょっとレギュラッツを削った方がいいのかこれ。同時にね。やべえ食らっちゃった同時に倒す必要はないんです。倒す必要ないんだけど、でもなるべく。そうだね、削っときたいもんね。意識しておこうね。違う違う、俺なんで動けないの。カカロンちょっとヒーリングオーラして。本当にお願いします。これ MJP カカロンになるよ。竹山さんこれ近い気がするけどいや、あれ時間信じましょう。信じましょう。はい。ロスタイムあるよ。そしてないよないよ。ありましたっけ？向こうもだいぶへばってるよ。腰に手当ててる。ない全然。残り時間が8分ぐらいあれば5点ぐらい取れるんだよね。そうですそうです。やばいやばいやばい。ドイツの選手でそういう選手いたよね。向こうちょっとね強い。勝てるかも。カカロン呼び直します。追いついて。あ、死んだ。やべ。ヒーリングいいヒーリングナイスナイス。あー、カカロンがいなくなった。助けてカカロンちなみに日本代表は何6分で3点取られたぞって書いてあるけど大丈夫これ？過去の話。あ、過去の話か。今大会はね素晴らしい。素晴らしい。あ、やべテンション入ってるありがとうおー、いいね。いける。あ、福ちゃんだ福ちゃんだ。おはようございますいいです。もう1でもメイド風に。やっぱ天地いい火力に結構なりますね。そうなる。すごい強いです。これいいダメーお、ジ。いいダメージ。あ、何これ。わかんないまっすぐ来るやつですよけるよける。マライが入るかあ、V が。 V が。あ、ヒールゴーラナイス。あ、絶対レード。ありがとう。さあ、残いいじゃんり6分です。で、だんだんコメントで、あれこれ時間無理じゃね？ちょっと青山さん、タイマー直してもらったりして。青山さんできるんですか？できますよ。レギュラッツが変わらんすな。白いですね。胸シャ
ギルラッツ全然黄色になんないけど。シャドウレースはユースピョン。あ、ごめん。なかなかこうシャワーで2人攻めていくのは難しいですね。あ、黄色黄色。え、いった。なったなった。いける。シャワーで黄色になった。いける。マジでローガス赤くなるんですよ、もうすぐ。あと5分だよ、あと5分。え、これいける？いける。いける？いける。やばい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 。カカロ起こして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 。ああ、やばい。カカロン消えた。ガガロン消えた。起こしました。オッケー、大丈夫、ありがとう。あ、やばい。ブンさん、ボディーガード、ボディーガードすごい。ボディーガードありがとう。今ボディーガードタイムかも。あ、やばい。あ、カガロン出てきました。おかえり。シャワーお願いします。やばい。あ、感電しちゃってんのかこれ。あ、よし、ビリビリしてる。ビリビリしてる、ビリビリしてる。これ頑張れ。あと4分。 4分30秒だけどこれ大丈夫？大丈夫。大丈夫。波動が来てしまう。すぐ来る。いやこれ見てるみんなこれ。ローガスと倒そう、もう倒してこう。倒しましょこれ今日のゲームはロスタイム何分あるの？あと4分30秒。ロスタイムは？ロスタイムは4分30秒なんです。もう終わってた試合。もう90分経ってます。あ、もう90分経ったよね。もうヘトヘト。はい。あ、僕も。ジャンプだよ、ジャンプってなんで大山なんでジャンプって言わないんだよ。極問って言った。あ、やばいよこれ。カカロン頑張って。カカロンさん。どこ行く？どこだ？あ、来たよ。ちょっと待って、遠い。どこだ？シールドブーメラン、シールドブーメラン。あ、シャーやばい。あ、カカロンファイン。やばい。これは危ない。有吉ちゃんに倒れてる。お、ナイス。満食だ、満食。いや、耐える時間。終わってもいいよ。え、な、V？もう十分お金を使った。ブイさんに倒れてきた。いいよ。起きろ。パーン。カロンさん。あ、いいね。カロンありがとう。いけ。あ、V また。あ、起こされた。何死んでたいの？倒れたと思ったらすぐ起こされた。それは巻かないと。やばい、闇のなんとかが。何 V もお金使いたくなくなってきてるん違じゃない？うんですよ。あ、危ない。時間がないんじゃないかなとはい、思って。もう3分切ったよ。まだ時間ある。ありますありま3分切った。早く。す。いけ。昨日のホンダのシュート見ただって。交代、そうですよ。交代して流さ。れが急に変わります。変わった。 V これわざと死あ、んでる。やばい。赤くなった。いける？いける。赤い。 V いける。V がちゃんと火力。いける。いける。 V。やつ半端ないって V。今んとこそういうのなかった。 V さんかっこいい。いけ。知らせない。いけ。火力。何？もうシャワー。やばい、あと2分。あと4スピと利益の MP がない。いや、頑張れる。エルフもう1本いけない？もう一本しかない。もう本当にもう一本。いけない？本当にもう一本しかないの。ゆうちゃん喉乾いてます。いや、今月はでも頑張ってんのよ。本当にもう一本しかないんですよ。誕生日だって。ねえ、もう1本。どっち？俺じゃない。飲むなら俺にしよう。もう飲んじゃう。最後の一本だ。飲んだ。やられやした利益ごめんね、もうないんだってお金。 V すぐちょっとやられております。起こして。起こして待って、1分30秒。誰か起こして火力を起こして攻撃力を大丈夫。やばい。ザオリク。おじさん2人死んでる。倒れてる。ホマラしてるって。おじさん起きて。そうだって俺おじちゃん起きて。エルフ飲んでから何もしてないんですよ。MB 満タンだよ。MB 満タン。ちょっと疲れました。ちょっとだけ。ちょっとおじさん2人飲みすぎちゃったみたい。1分5秒。さあ、1分切りますよ。ローガスだけでも倒そう。ねえ、なんか血管残しましょう。カカロン帰っちゃった。カカロン帰
もう一発。いやもう倒れてますからね。コマンドが出てこない。いけいやいい勝負だったんじゃないの。勝ち点1でしょ。一応欲しいよ。ですからねこれは。久々に来た。勝ち点1だって。勝ち点1本当直してないよだってですもん引き分けそうか第3戦。はい。じゃそうですよあ最終戦に。そうですかねじゃあバトルチャレンジャー、引き分けでした勝ちに来てほしい。つなぎましたね。次も日本が引き分ければ、決勝トーナメント出てるから、はい、16強です。この引き分けは貴重な一点。勝手に日本代表みたいな。いや日本代表じゃねえから日本代表じゃねえから本当に、はいということでね素晴らしい。超バトルチャレンジいやでも面白かったですね次は絶対勝つ。もう V ちょっと大丈夫ちょっと V さんでもよかった活躍してたよね。どれ本当いくら減ってました。どれぐらい。でもまあなん30万ぐらいですね。566万が558万だった。減ってない。うわいや結構巻いてないな巻いてないでしょ。巻いてない巻いてない疑惑じゃないこれ。タイムシフト見ろみんな。ラクジュアリーに使ってたんじゃないのこれ。ラグジュアリーも使いましたよもちろん。いやだってなんだったら倒れてるのに負けって言ってる。負けないよそんなに。そうだね俺エルフ3本の入れてるからね。店に。またねま意た来月外ともねいい位置で負けご来店またね来月もお願いしますはいということで以上超バトルチャレンジでしたファイト。さあということで、はいじゃあ、これ、みんなログアウトしてもらって、はいじゃあ続いてのコーナー参りましょうか。行きましょうはい、続いてはこちら。はい、ドラゴンクエスト夏祭り2018。来た。はい、お待たせいたしました。ということで、私たちも楽しみな夏の大イベント、ドラゴンクエスト夏祭り。はい、新しく決まってきたこともたくさんあるようなので、はいいろいろとお伝えしてまいりましょう。はい、まずはですね、ドラゴンクエスト夏祭り2018イースト、東京の方からですね、ご紹介します。2018年7月29日日曜日11時から19時、予定となっております。はい会場は東京ビッグサイト西3ホール、こちら入場無料となっております。はい、そうなんですよね。東京に関しては招待制ではなくて自由入場制になっているので、はいぜひですねお友達とかですね、お誘い合わせの上でですねお越しいただければなと思います。ね、はい。はい。はい。さあ、会場の混雑状況によってはですね、ご入場まで、ちょっとお待ちいただく場合があるかもしれませんので、あらかじめご了承ください。はい。では東京会場の出演者ご紹介させていただきます。はい。MC は私椿アナが担当させていただきまして頑張れ、なんと竹岡さんが舞台があ、ちょっとね。そうなんですよございまして。弾丸論破。いやいやいや、他のメーカーの。ね、はい。はい、残念なんですが、はいこちらははい、そうなんです。はこちらは私がさせていただきます。お願いしますそして、はい、ゲストは堀裕二さん。おーはいドラゴンクエスト海の上でございます。そしてヨースピー、はいはい安西先生、はい青山さん。はい。さあ、それに加えまして、なんとドラゴンクエスト11ディレクターのウッチーさん、内川さん。はい。はい、そして、DQ10 チーフプランナーの小沢さん。はい。おい。そしてシナリオチーフの成田さん、はいDQ10 デザイナーチームの川原さん、丹下さん、山本さんも、お越しいただきそうでますす。おいね。ここら辺は開発なんで、さっき青山さんもね、やっぱりゲームの画面見せながらね、いろいろお話しすると、多分皆さんにも面白いお話できると思うので、んここら辺のメンバーでいろいろお話ができればなと思ってます。下のお三方は初登場初登場ですね。はないん。ですよね。はい。はい、なので皆さん楽しみにお待ちください。おい。そして初心者大使のみんなも来てくれますよ。おはい、おーこんな感じでございます。初心者大使みんなでね、お届けしたいと思っております。そして夏祭りといえばこの方、ででん、赤羽さんが出てきてくれます。お忙しいのにね、ねねまた今回も。無茶なお願いをね、いらっしゃるということは、はいみたいな感じですけどもそうね。またもや。はい、あるかもしれません。はい。さあ、そして続いては先月ゲストで、来ていただきました、加藤夏樹さん。おお。あー、ラッキーも来てくれます。そして本日来て
してくださっております福さねちゃんも来てくれますよ。おははいお邪魔しますい、お待ちしております。リベンジか。リベンジね、そうですよね。流れ的にはリベンジかね。リベンジされるのはねはい、さあそして続いては、はいほぼ準レギュラーみたいな感じですけどもね、5月病マリオさんもはい来てくれます。マリオさんもイラスト描きながらリベンジか。最近ね書きながらやってないですよ書いね。てもらいましょう。さあそれではお久しぶりの出演でございます。はいランズベリーアーサーさん。アーサーくん。ね、バトマスガチ勢がねそうですよ来てくれますよ。はい、V の代わりに。はい。行きますよ。もう行きますよ。はい。はい。まあでもヨスピこの他にもはいねそうなんですよ。いろいろ豪華ゲストV さんの名前入ってたっけ？入ってないんです。入ってないか。あ、ままだあそこ入ってない調整中ですはいギリギリまでね。そうオファー続けていくのでまだ V さんのとこたまたまオファーがいってないかもしれない。いや開けてますよでも。スケジュールはいや、お忙しい。そうなんですよ。いや開けてます開けてます。弾丸論破の舞台見に行く。はい。それも行きます。ぜひぜひ。まあね、更新があれば夏祭りの方のサイトにねまたアップしていきますので、はい。はい。多分名前入ってないよ。そうですね。これ忘れてるだけかなまた。多分どうなんだろう。素でスタッフが忘れてる説もあります。あるある。いやひどいな。いや嘘ですよ。ひどいスタッフ嘘ですよ。だよはい、続いてはステージプログラムもご紹介してまいります。ははい、恒例のアステルティアハッピーくじ大抽選会もございますよ。はい。こちらもね楽しみでございますが、続いてはこちら下皆さんご覧いただけるでしょうか。はいポーリーランド5お初公開ついに。はい楽しみ。これちゃんと本当に許可もらってるんですか？ポーリーランド。ね。勝手にこっちがもうメニューとして入れちゃってるから。だって去年の段階でももう結構限界って言ってましたよね。そうね。ポーリーランド存続も大変って言ってましたからね。だってうん1、2、3、4ときて。いろんなパターンでね、またね、やっていただいすごいてるんで。 5だもん5。今回も。第5弾。区画をもう持ってらっしゃるってことですよね。すごい。ね、アストルティアの有名なね、もう観光名所になっています、はいポーリーランドでございますが、はいということで、続いてはゲストと挑む究極バトルチャレンジ。こちらですね、本日ご紹介したばかりの新コインボスゲルニック将軍にやる挑戦してもらいます。やっちゃう。なるほど。こちらね、多分実装直後ぐらいなのかな。そうですねそうなると思いますので。はい、こちらも楽しみにお待ちくださいはい。そして教えて青山さんのコーナーがなんと課外授業ということなんですが。課外授業。青山さん、こちら何を？はい、せっかく外でやるのでちょっと濃い話と体操なんかをしてみたいなと思ってます。体夏操。なんだ休み企画物理でなんかバンジージャンプとかやるの。恐ろしいことまが。あ当日のお楽しみ。楽しみに、体操になってますけどね。はい、楽しみにお待ちください。はい。続いてはこちらです。開発者座談会おシナリオチーム編デザインチーム編、そして中長期的展望ロードマップ公開ということで、ヨースピこちらどういったステージになるでしょうか？はい、こちらはまあ先ほどちらっとお話ししましたけども開発スタッフによるトークステージをやります、シナリオチームはですね成田君とウッチーはもともとDQ11 のディレクターなんですけどはいはいもともとはドワーフ担当でずっと DQ10 チームにいたので、はいはいDQ10 とちょうどその、夏祭りのタイミングがドラゴンクエスト11の1周年なので、そうですねそこら辺の話を交えながらお話ができればいいなと思ってます。はい。はい、デザイナーチーム編は、まあ、以前のヨースピサンタとかで、前はあれ、カットシーン班と、神田さんとこの NG 集みたいので出してくれましたねやったんですよああいうなんか、はいはいはい面白い映像を作ってねっていうプレッシャーをちょっと与えてる軽くかけてる今回もキャラモーションと背景とエフェクトなので、そうなんです面白い映画どういうものを作ってくれるかね。面白い絵が見せられるはずですので、そなるほどこはちょっとご期待してもらいつつ、楽しみ。映像をやっぱり交えながらねお話しすると分かりやすいですもんね。そうですね。はい、そこら辺を期待してもらいたいなと思います。はいで、まあ中直展望は安西さんの方からね。はい、そうですね。こちらの皆さん気にされてると思うんですけれど、バージョン4が始まる前にバージョン4からバージョン 4.2 までのお話をしたと思うんですけれど、今回は 4.3 と 4.4 それから、バージョン5までについても、長期的なところについても少しお話ができたらいいかなというふうに思っています。こちら小沢さんとね2人でお話ししようと思います。はい。はい、楽しみに待ってます。ロードマップ毎回盛り上がりますからね。そうなんです。そうですね。
さあ先月のゲストのインコさん、第2期初心者大使のインコさんがね、無茶ぶりをされていた初心者大使企画、こんな感じになっております。はい、まずは、大使と戦う DQ 展超ボスバトルブース。はい、ブースがございますよ。続いては大使と戦う真夜中のプリズランブース。ちょうど開催中なんですね。まあだからバトルが苦手な人はね、プリズランとかで初心者大使と一緒に遊ぶのはありでしょうね。はい。ですね。そして3番目が、初心者大使丸投げコーナーという感じになって気にはなりますが。ということで今回メインステージとは別に、初心者大使のみんなが取りまとめる、大使ブースがあるんですが、こちらではいつもやってるボスバトルブース、プリズランブースをご用意しておりますので、皆さん、大使のみんなと一緒に楽しんでいただけたらと思います。ただですね、こちらのコーナーは配信がありませんので、まあ逆に気軽に参加できると思いますので、やっぱ映りたくないっていう人もいるでしょ。そうですね、いますからね。はい、ちなみにバトルに参加いただいた方はヨースピ散歩でもプレゼントしていましたお散歩トートバッグ、プレゼントとなっております。はい、こちらですね。そう、ヨースピ散歩に来た人がもらえるものなんで、あんまり数が多分ないんですよ。可愛いんですよこれ。めっちゃ可愛いです。取っ手のところもすごい可愛いんですね。はい。とっても可愛いです。お、安西先生。忘れ物を回収します。これは言っとかないと。今日すごい責任あるんだよな。ちょっと。いいコメント忘れてた。レンジャー協会に送りと。森ならね。森ならです。はい、ということでこちらねお散歩トートバッグプレゼントいたします。参加方法については後日夏祭りサイトに掲載いたしますので、こちらよく読んでからご参加ください。また多くの方にお並びいただいた際に一時的に待機列を閉じる場合があるかもしれません。申し訳ございませんがその点に関してはご了承ください。はい。まあ初心者大使の丸投げコーナーに関しては、これは当然あれだよね、メインステージ側でやるから放送なんかコメント出てたけど放送にも載ると思うんだよね。絡めてね。まあ載せられないような下ネタだったら載らないと思うんですけど、これりゆきちゃん聞いてるよね、もちろん何やるか決まってきたの？そうですね。この丸投げ企画、初心者大使のメンバーをシャッフルしたチームを5チーム作りまして、そのメンバーごとに出演っていう感じになります。それはこいつとは組みたくないみたいなのもいろいろね、ああじゃないこうじゃないやりながら。いやそんなことないです。そんなことないようにね。はい。なるほど。はい、で今チームごとにそれぞれの企画も考えてるので、はい、ぜひ楽しみにしていただけると。バラバラの楽しい企画。でも大体なんとなくは決まってきたの、こういうことやろうっていうのは。大体決まってきた。はい。なんか歌ったり踊ったりとか。何？まだ当日まで。そんな大事じゃないから。そんな別になんかそれ目当てで来る人いないでしょ。でもこれ的にチーム組も楽しみですよね。だって21人ねいる中からどういうチーム分けになるかね。5チーム。木もバラバラにね組み合わせでしょうしね。なるからね。心配ではありますけど。インコさんと組みたくないとかあるでしょ。主にインコさんと組みたくない。まあね。それかもうそういう人たちだけでも固まっちゃうかね。そういう人。いやあれだけど。汚れは汚れで入れちゃうみたいな。チーム組めるぐらいいいの。そろそろねそういるんで。まあでも特色が出てね。そうですね。全然違う企画が楽しめるんじゃないでしょうか。はい、皆さんお楽しみに。はい、では続いてドラゴンクエスト夏祭り2018ウエストの方の情報に参りましょう。2018年8月25日の土曜日11時から19時予定となっております。会場は梅田芸術劇場、入場無料ですが完全招待制になっておりますね。結構これであれなんですよ、ご応募いただいていて、でさっきちょっと確認したんですけど、今週中目安で当選メールお戻しできると思うんですが、ペアでご応募いただいている方が両方とも当たってる可能性がやっぱあって、2人で行きますよっていう人がで、その時にその人たちが4人分なんですけど、結局来るのが2人だと2人の席が空いてしまったりとかっていうことがあるので、当選メールが仮にそのエントリーした2人同士で当たっていたら1つをキャンセルしていただくことによって追加当選とか、あとは当日券で席をまた出せる可能性もあるので、そこに関して申し訳ないんですけども、そういう状況になったらちょっとご協力いただいて、当選メールの方にそのキャンセルの仕方が
一応載ってるみたいなので、そちらでキャンセルしてもらうことによってもっと来たいよっていう人が入れることになるので、ちょっとすいませんけどそこはご協力いただけると本当に助かります。お願いします。はい、本当にねちょっと初めて大阪でやるってこともあって、ちょっとびっくりするぐらい応募が来てて。なるほど。倍率も自然と。ね、すいませんがよろしくお願いします。ご協力よろしくお願いします。はい、ということで早速ウエストの出演者をご紹介してまいりましょう。ウエストの MC は椿と竹若が担当いたします。よろしくお願いいたします。そしてゲストはヨースピーさん、安西先生、青山先生、青山さんということになっております。さあこちら、気になる方の名前。堀井さんがね。はい。堀井さんね、ちょうどこの時に、はい、ヘコモさんと一緒にですね、はい、ドイツなんですよ。ゲームズコムか。ゲームズコム行ってて、なんとか来たいっていう話なんですけど、ちょっと、飛行機なんでね、絶対とはやっぱり言い切れないし、遅れであったり、そうなんですよ。例えばそれにしたって一回直接関空とかっていうのもあるみたいなんですけど、時間がまだフィックスしてないので、そこはねちょっと今は確定はできないということで、了解です。はい、すいませんけど、はい、でも他にもいろいろゲストが来ております。続いてはこちら、はい、初心者大使の皆さんでございます。はい、このようなメンバーが大阪は出ていただくということになっております。はい、さあ続いては金田一連十郎先生もはい来ていただくことが決定いたしました。ありがとうございます。ゆうたの最近めっちゃ盛り上がってね。はい、めっちゃ盛り上がってる。イチャコライチャコラ。ありがとうございます。そして幸せですよ。じゃあどんどん参りますよ。続いては笑い飯の西田がそうですよ。めっちゃ嬉しい。はい、ということでございまして、久しぶりですよ。お久しぶりでございます。吉本オールナイト以来です。そうですね。はい。DQ10TV って形では初めてですね。初めてになりますね。そうですね。はい、よろしくお願いします。そしてドワーフなんですよね。そうです、もちろん。もちろんです。何のもちろん。はい、丸坊主が実装されたすぐやります。はい。そしてですね、桜の稲垣咲も登壇してもらいます。はい。そしてさらにリッキーこと斉藤力さんで来ていただきました。これ逆ですよね。これね、多分これね斉藤力であだ名がリッキーっていう人を今日本中から探してるところです。そんなことない。近くにいるでしょう。逆の人が。はい。ということでございまして、久々の登場でございますが、なんかねリッキーは大阪じゃないですかこれ、せっかく大阪来るぐらいだったら、いいよ何でもやってやるよって爽やかに言ってたからだから大阪来てもらうんだけど日サロにずっと閉じ込めるってのはなるほどね。いやわかんない、もう黒いかもしれないじゃないですか。そうか。なんと手離れた新しい職場環境では真っ黒の新しいリッキーがあるね。シャツの胸元バカン上げてすごいオラついてたらどうしよう。金のネックレス胸元バカンどんなリッキーあるかもしれません。そこら辺もちょっと楽しみにしてもらいたいですね。みんなで受け入れていきましょう。はい、ということでございまして、続いてはステージプログラムもご紹介してまいりましょう。はい、まずはドラゴンクエスト10バージョン 4.3 情報コーナーがこちら青谷先生。水が続く限り、はい、6時間6時無理だろ。でも結構長くいけるんじゃないですか。そうですね。がっつり新情報を出していきたいと思いますので、水がある限り頑張ります。なるほど。水だけは切らさないように。そんな大事。六甲の美味しい水をいくらでも飲ませてやる。本場ですからね。ね、関西の水を美味しい水を用意しておきましょう。楽しみです。さあ続いてですね、せっかくの関西開催ということなので、久々にドラゴマイト関西もやってみましょうということになります。本当にこれが楽しみ。はい、こちらは大喜利でいろいろ個人でやったりチームで対決しましょうというところでございますね。西田さんがねいらっしゃるしね、やっぱ大喜利。そうですね。問題もやっぱりドラゴンクエスト10にまつわるような問題をいろいろ出して、まあこちらもスタッフ、芸人、初心者大使いろいろこう入り混じって。そうですね。前回ねちらっと日高がねまだ慣れてない頃、DQで見てまだ慣れてない頃に入って思いっきり滑ったんですよ。そうですね。それをやっぱりもう一回で晴らしてあげたい。はいはい、リベンジの場を。リベンジを。傷も余計深めれば可能性もあるよ。輝く場ですよ。あいつは今めきめき腕上げてますから、笑いの腕を。はい。本
もうドラクエをほぼほぼやらずにもう笑いにもう今そうですよ。これに向けてはいそっちに集中して磨きをかけてむしろ出さない方が彼のためかもしれないみたいな。大丈夫あいつですプーケットマーケットのマーケットさんですからね。今となってはもう。もうこれを機会にもう喋れなくなるぐらいの存在じゃない売れて確かにねはいということでございました。こちらもお楽しみにということでございます。またゲストと挑む究極バトルチャレンジでは東京はガチ寄りのバトルを予定しておりますので、はい大阪はトラシカ対決おーいいね。など楽しいものをみんなでワイワイとやっていしかきましょう。もね腕がはい結構重要ですからね。盛り上がりますしね。はい、そしてもちろん大阪会場でもやります初心者大使の丸投げ企画もございますのでこれが一番不安です。そうですね。またこれは東京とは違う形のものになるんですかね。一緒のものになるんですか。違うものになります。違うものなんですすごい。これは楽しみ。そうかチームも別々なの。そうです。組み替える組み替える。変わると。すごい。怖い。たこ焼きをどっちが上手に焼けるか対食べたい食べたい。大阪で決。いや大阪だからでしょ。本場で本場で。見てみたいと思います。もしくはごぼうでしばき合うとか。ああいいですね。よりお笑いにねいろんなそうですね寄ったやつをやっていきたいなと思っておりますが、そして、リアル、地の祝祭ではですね会場にお越しの皆さんとニコ生をご覧いただいている皆様にも、参加していただける形で準備をしているそうなのでこちらもお楽しみにということでございます。久しぶりなんで楽しみにしてます。そうですねはいあ、そうだなるほど確かに。そうですね、お客さんと一緒に楽しむっていうところはね、ぜひともいっぱいやっていきたいと思っております。そして大阪会場でも開発者トークのコーナーがございます。プロデューサーディレクター編ということでございまし、せってかくリッキーが来るんでね。そうですね、はいリッキーさんに行っていただき先ほどたいと思います。シナリオデザインと中長期だったのが今回大阪ではプロデューサーディレクターって形で、はいはい、お話ししましょう。はいたっぷりとはい話していただきましょう。ありがとうございます。はいといった内容でございまはい、ありがとうございます。そうしてイベントといったらこちらも気になります。はいイベント会場先行販売のグッズのご紹介してまいりましょう。一つ目はドラゴンクエスト10アンルシアのぬいぐるみでワンちゃん本当にねもう順番がいろいろ間違っちゃってす。ようやくなんですね。先になんかエストラ出ちゃったりとかしちゃって、誰かが忘れてたんじゃないか説と陰謀説がはい。包摂つい可愛いです。めっにちゃ可愛いから。ついにあんちゃんがね、ほくろもね可愛いで。ございますよ。地元のはい、ということで勇者姫アンルシアぬいぐるみになりました。購入特典といたしましてはドラゴンクエスト10のゲーム内住宅村で飾れるセピアのアンルシア人形がついてきます。おー。またこちらですね本日、6月25日より e ストアにて予約が開始いたしましたので、運営コメントの方でご確認ください。はい。はーい。あれなんだこれ、右のにね右なんか変なのありますね。変なのじゃない。俺今までのその T シャツのシリーズで一番出たがり T シャツ売れてんだよ。お。多分バッコスの20倍ぐらい売れてる。なるほど。別にいいし別にいろんなデザインある中で一一番番一番ですよこれ。ナンバーワン T シャツ。いや売れなかったら別に手売りでもいや別にでも私関係ないけど別にいやいやノルマ守ってもらいました。何ですか在庫を抱えてもらいました。最高はまあなのでこれねより出たがりがはい。はっきりくっきりした新しい色合いで。紺に黄色。なるほど。本当だ。組み合わせがポップって前までは出たがりがちょっと控えめだったので、もう主張するカラーにしよう。なるほど。ねちょっと全日本カラーみたいな。そうなんですよ。みんな欲しいの？欲しいでしょこれ。でコメントだと不具合 T シャツ技術者のみんなが欲しがってるとかって書いてある。あ欲しいんだね。ねやっぱりナンバーワン T シャツですから。そうですそれのバージョン違いとなるとまあ一さらに応ね。書いてあるんで読みますよ。はいはい。帰ってきた出たがり T シャツ、毎年恒例の企画 T シャツの中では歴代 T シャツの中でも最も人気の高かった、出たがり T シャツ色違いで再登場です。 T シャツがいいからね。アンルシアぜひ買ってほしいですね。欲しい。でこちらちょっと鍋資金でもしてもらってね。いや本当だって2000円だからね。安いこんなに安い T シャツ見たことない。このクオリティでね。そうはい。大体。はい。というどっかのふるさと納税でこれ扱ってもらいたいぐらいですよ。それ2000円でこれ2500おかしいでしょ。いや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 おかしいでしょ。 500円って。だからこれもお得だけどアンルシアはもっとお得ですよ。安い。はい。だって2つ買って5000円払って500円を釣りきちゃう。その500円を貯金すると、はい7年後には100万円超えるってさっきのツイッターで見ました。
すごいじゃん。全部信じて。はい、こちらはですね東京会場限定になってしまうんですが、グッズを購入された方にはスライムペイントのサービスを行っておりますので、こちらの方もお試しください。お祭り感がね。はい、これ毎回盛り上がってますからね。はい、これリーナか。リーナですね、これね。動きのね、リーナちゃんでございます。そしてルイーダの酒場の出張版ルイーダズカフェももちろんご用意しております。今日はですね各会場限定メニューご紹介します。東京会場ははぐれメタルの経験値カレー。すごい色。もうレベル上がりまくりですよ。すごい色なんだけど皆さん実はねこれねチキンカレーで竹炭かなで色つけてるので普通に美味しいということなので。もうこの形ね、この形になるまでに3年かかってるからいやいやそれはちょっと大げさだけど、本当にこの中ねライスの盛り加減ではぐれメタルを表現するのにもう本当喧嘩しながらここまで来た。喧嘩しながら本当に滑らかなカーブを出すためにね。難しいよねちょっとね。確かにこうご飯をねパカンって乗せてしまうと。そうそう本当に丸みがねありすぎると全然別の何か気持ち悪い物体なんですよ。それこの R が本当にこだわり。こだわりなんですよ。はい。そして大阪会場はロトの印ライスバーガーです。美味しそう。これ美味しそう。これ美味しそう。今のは公式としては。左のやつがモルタルみたいに見えてくるから。美味しそうだってだけですよ。ほら。はぐめたも美味しいの。もちろんね。もちろん。やめてくださいよちょっと。はいということでね両方とっても美味しいですから。はい。この他にもご種族をイメージしたドリンクメニューもあるそうなのでこちらもお楽しみに。楽しそう。はい。で大阪会場は招待制になりますがグッズ販売とこちらのルイーダカフェはどなたでも入れるように作ってありますので抽選に外れてしまった方もぜひですね遊びに来てもらえればいいなと思ってます。はい。毎回盛り上がってますからね。そうなんですよ。はい。さあそして今年もこちらご用意いたしましたよ。両会場ともに入場券付きの宿泊プランが決定いたしました。東京はホテルサンルート有明、イベント前日か当日のどちらかが選べます。こちらは10部屋限定となっています。6月30日土曜日10時より予約開始となっております。毎回ね一瞬なんですよ。なるほど。そう本当に瞬間で売り切れちゃう。見に行ってツイートしようかなと思ったら終わってるって。はい。なのでもしかしたらちょっと急ぎ目の方がいいかもしれませんね。はい。狙って。はい。続いて大阪はですね大阪東急レイホテルになります。こちらのイベント前日か当日のどちらかが選べます。大阪は限定25部屋限定。7月7日土曜日10時より予約開始となっています。詳細については冒険者の広場に掲載いたしますので皆さんそちらの方でご確認をお願いいたします。はい。この他にもですね順次いろんな情報がアップデートされるタイミングで夏祭りサイトに掲載していきますのでそちらの方もご確認の上ご来場いただければなと思います。はい。様子見ほら10部屋は足りないわってコメントいっぱい来てます。いやでもねこの時期って本当に取れないんだってホテルが。それでもなんとか旅行代理店さんにお願いして開けてくださいって形で開けてもらったのが部屋活だから。そうだよね。夏だしイベントいっぱいあるしね。いい場所だし。はい、ということで皆さんご確認お願いいたします。以上夏祭りのお知らせでした。ありがとうございます。はい、さあということで、番組そろそろお別れの時間ということでお知らせお届けします。さあドラゴンクエスト10バージョン1からバージョン4までのすべてが1本に詰まったドラゴンクエスト10オールインワンパッケージが新登場いたします。これから始める方や新しいハードで復帰したいと考えている方におすすめとなっています。こちらは7月26日木曜日発売予定。価格もお得な4800円。お得でございます。Wii U 版、PC 版、Windows 版、PlayStation 4版、Nintendo Switch 版の、4種類となっております。たまたまバージョン4つまで入ってて4プラットフォームだから紛らわしいんだけど、結構本当4800円でこのボリュームは相当お得だと思う。相当お得だから周りのお友達にぜひおすすめしてあげてほしいと思います。さあ、こちらも予約受付中となっています。続いては6月28日に発売予定のドラゴンクエスト10みんなでインするみなでインのご紹介です。
インする楽しさを集めた、だからみんなでインする、みんなでインっていうことでね、なるほど、はい、インする楽しさを集めております。写真コンテストアストルティアの新七不思議への応募作品を集めたアストルティアミステリーツアー、そして過去の写真コンテストやトップ10掲示板への投稿作品を集めた名作写真館、みんながルーラで一番頭をぶつけている場所はどこといった一風変わった普段より細かいことを調べた国勢調査もあります。これ面白そうですね。そうね。どこなんだろう。はい。そして最新のドレスアップ情報などなど盛りだくさんの内容となっています。そしてなんと今回はですね、開発室にもインしているということで、ストーリーやバトルコンテンツ、おしゃれ装備がどういった流れで皆さんのもとに届けられているのかを、社会科見学風にご紹介している。ね、これちょっと初めての試みですよね。開発室の中まで。皆さん多分興味あるんじゃないですかね、開発。ね、どんなとこだろう。そうですね。はい、ドラゴンクエスト10を縁の下で支える普段は直接見えない開発者の皆さんにさまざまな質問で迫ったコーナーなどもございまして、この本で初公開となるエピソードも多々あるということでございますよ。それにどういうタイミングで堀井さんにチェックしてもらってるかとかっていうのはなかなか外に出る機会がなかったと思いますので、面白い記事になってるんじゃないかなと思います。あんま聞いたことないですね。そしてですね、ここにいる皆さんも実はこの本の中に出演しているということで、誰だちょっとわざとらしいからね。ちょっと誰だまずは青山さんのちょっとだけ難しい話といういつもの青山さんの番外編のコーナーもございます。あるある。たっぷり。結構文字すごい。ね、すごい。たっぷり。かなり本格的な説明になっていろんな表とかね、イラストも。俺たちのページより本当のなんかサイズがちっちゃい。青山さんの素敵な笑顔も、いい笑顔がいっぱい。文字がたっぷり。本当だ、結構どっちゃりね、ありますね。盛りだくさんですよ。さあ、それだけではございませんよ。竹若さん、ヨースピ、安西先生による座談会第1回ドワーフサミット。おお。来ましたね。謎ですよね。第1回。第1回ですから。これがページのほとんど。そうですよ。嘘でしょ。300ページぐらい。何ありますね。ちょっとそれドワーフ本になっちゃうでしょ、それは。ね、第1回です。第1回。第1回です。2回があるんですあります。これからだんだん毎回この3人を MC にしてゲストを1人ずつ入れて、みんなドワーフ以外の種族の人をドワーフになって書いてもらう。そうです。でも結構がっつりやってますね。めっちゃがっつりやってる。すごくないですか。そうですよ。だから第2回がね、そうですよ。あるかもということでございます。何これ。何よ。ドワーフの写真がめちゃくちゃいいことになってますけど、どういうことこれ。ようやく時代が追いついた。すごいページが。今びっくりしちゃったみたいな。はい、こちらもね、ぜひお楽しみに。お願いします。はい、また、ゆうべお楽しみでしたの金田一連十郎先生、そして地獄の三沢先生による書き下ろし漫画もある。ありますあります。ということで、はい、こちらもお楽しみに。そして特典アイテム、前回映像でもご紹介しました、写真を撮るの仕草賞がついています。パシャ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 ってね、仕草になっております。こちらですね、今週木曜日発売となっておりますので、皆さんぜひぜひチェックしてください。お願いします。さあ、続いてのお知らせはこちら。リアル脱出ゲーム×ドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出のお知らせです。8月11日土曜日から8月19日日曜日まで幕張メッセにて開催、チケットも好評発売中となっておりますので、こちらも皆さんぜひ会場までお越しください。これ本当に今まさに、堀井さんともうああじゃないこうじゃないってつい最近ね、いわゆるデジタルのゲームと同じようにデバッグするんですよ。もちろんその幕張メッセではできないから、その移動とかを抜きにしていわゆる謎の部分でデバッグをやってて、で堀井さんからもいろんなアイデアいただいて、で世界観に関しては今まで何度か話したんですけどアストルティアなんですけど、アストルティアが舞台ですからね。そうなんですよ。アストルティアは舞台なんですよ。大魔王ゾーマ、大魔王ゾーマがアストルティアに攻めてきて、アンルシアがみたいなね、なんだけど、でもこれお祭りだ。それで堀井さんと話してて、お祭りじゃないですか、夏の。だから別にあの人たちとか遊びに来ても、アストルティアに遊びに来てもいいんじゃないみたいな。いいんすか堀井さんって感じでしたよね。その人たち出てきちゃっていいんですかみたいな人たちがアストルティアに来
きますから。歴代キャラってことだよね。主要キャラ。ハンフリーは絶対ないと思うんで、そんなに絶対ない。ハンフリー今からねじ込むぞ。やだ絶対ない。こんだけみんなが言うならば。はい。やめてください。まあでもほらシルビアはほらオルフェアに来たり。そう来てる。でもそれ以外の人たちもなんか魔法の迷宮にはね。確かに。4のキャラクター。テリーとかミネアトルネコも監督もいるし、まあその人たちだけじゃないかもしれないね。まあロクサーナとか特にほらイレブンは最近じゃない。イレブンは最近だから。イレブンのキャラが出るの？ほらだってシルビアいるじゃない。もうちょいやったのに。もうちょいやったのに。まあそれもちょっと楽しみにしてね。なるほど。そうか。堀さんがだっていやお祭りだからもういいよ。もっと行かなきゃ。もっと行かなきゃ。いいんですかっていうね反応するってことはそれだけすごい。そうなの。ってことはハンフリーじゃないってことだよ。いやいや。可能性はゼロじゃない。ハンフリーですか。いいんですかって言わないよ。言わないんです。はいということでこちら。お前もこれを飲めよとか言うな。はい楽しみにお待ちください。さあそしてドラゴンクエスト10とドラゴンクエストどこでもモンスターパレードのコラボキャンペーン第2弾が決定いたしました。どこパレちょうど今日で3周年なんだよね。おめでとうございます。ね第1弾のつまむの仕草もね大好評でございましたが、こちら第2弾ということで期間中にどこでもモンスターパレードをプレイしてですね条件を満たせばつままれスラベスをプレゼントというコラボになっています。はい、皆さんねぜひスマートフォンでどこでモンスターパレードね無料ダウンロードできますので、だから遊んでみてくださいって話だねこれね。そうですね。アイテム的には傘枠の装備品ですね。なるほど。すごくピヨンピヨンってなる可愛いカーバーホイミンと同じそうだねとこですね。なるほどね。はい皆さんぜひぜひこちらの方もねゲットしてみてください。お願いします。詳しくは6月27日に冒険者の広場で公開予定のキャンペーンページをご覧ください。さあ続いてはお出かけ便利ツールのお知らせです。6月27日に更新予定の福引きに新作の入学が3種類登場します。梅雨の季節にぴったりなモンスターのおうち葉葉っぱはい雨乞いクリスタル装置バージョン 4.2 で登場したお庭用釣り堀の和風バージョンこれなんかもうすでに釣り堀イベント結構盛り上がってるみたいですね。はいさあということでこちらね雨乞いクリスタル装置映像あるようなのでこちらご覧ください。雨乞いを何雨乞い雨をなんかスチームみたいなのがなんかね霧みたいな水蒸気を増えた増えた。いやいや雨降ってるの分かる。降ってる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 この踊り伝わったかな。笑うとこじゃない。伝わったかな。降ってましたね確かに。降ってましたね。はい紛れもなく。これは畑に水がまかれたりとかは自動的にそんなことある。スプリンクラーみたいな。やっぱり降ってない雨降ってない。降ってない降ってない。雨降ってるの。降ってる。道路の水とは別物なんだ。違いますね。なるほど。はい。なるほど。畑には愛情込めて水をまいていただきたいかなと。自動給水システムではない。はいということでこちらね皆さんぜひチェックしてみてください。最後はD キテショップからのお知らせです。6月の新作はアジサイ浴衣&ジンベエセットが登場です。可愛いんですねこれ右の2つですね。ちょうど今日からあれですよね。そうですね。着せ替えリポちゃん。着せ替えリポちゃん。はいベリナードでいますので皆さんぜひ30分もうすでに着てきたという方もいますけどね。はいまず買う前にお試しで着れるのではいぜひぜひ着てみてください。さらに昨年の七夕イベントから復刻したお祭りハッピーセットそして花火の浴衣など縁日に出かけたくなる涼しげな和風装備をご用意いたしました。ハウジングは自宅の天井や壁床に置いて野外の風景を再現することができるおうち用風景セットをお届けします。海とかいいな。はい。まあぜひこれでね面白い写真撮っていただけると嬉しいかなというふうに思いますね。はい。ハウジングガチ勢の人はこれ絶対ゲットしたくなりますよね。またアイディアがねいろいろ。ね赤堀先生見てますか。これまた赤堀さんがポーリーランドの構想がまだもうポーリーランド6が新しい宿題が5もまだなのに6が見えてきた。
次の次の課題まで。怖い。はいということでね、はいおうちをふけセットもお楽しみに。こちら本日発売予定となっておりますので、もうねコメントでももうすでに買ったって方たくさんいましたね。はいチェックしてください。以上で池店ショップからのお知らせでした。さあということで何か番組もね最後ということで、じゃあ最後に感想を皆さんに伺っていきたいと思います。じゃあ V からお願いします。はい、こちら告知だ告知ですね。告知だV ジャンプ告知だ8月特大号発売中です。超元気玉2つ2つついてます。嬉しい。そしてこちらついに V ジャンプの方でもファンブックを今制作中でして、まだ発売予定ではあるんですけど、6周年の日に、13冊目かなのファンブックを今制作中でございます。今回は斉藤 V ビフォーアフターと題しましてですね。なんだろういやいや6周年全く関係ないよ。僕がメインじゃなくて、初心者大使、6周年なんで6人に斉藤 V をちゃんとドラクエ10をもっとね楽しんでくださいということで、りゆきちゃんにドレスアップを教えてもらったりとか、大山にバトルを教えてもらったりとか、あとアーミーに金策を教えてもらって、日高にカメラ撮影のね楽しみ方を教えてもらって、とみのちゃんにハウジング、あとインコさん多分ゲームそんな知らないと思うんでトークの仕方をちょっと教えてもらう。そこは本当に関係ないです。本当に関係ない。ただ MC としてはインコさん主流なんでね、その6人の初心者大使の企画など今いろいろやっておりますので、また詳細はでお伝えしますのでよろしくお願いします。6年間いかに何もやってこなかったの。いや本当にドレスアップとハウジングが本当にもね、もうインタビューをさせてもらったんですけど、こういう仕組みがあるんだ。いろいろ初めて知る。初心者大使に教えてもらっちゃって。いやもう本当に、やっぱり初心者大使いろいろ知ってるなと思いました。みんな得意な分野がそれぞれね。そうですね。いろいろ楽しみ。ファンブックちょいちょい V のコーナーあるんだよね。前もなんか斉藤 V 何年何月桜に生まれるみたいなことがあって、これ何みたいな。必要な人がいるんですよ。あ、いるのね。失礼した。アンケートをもとにはいね作ってますんでね。V 感想は感想はもうそうですね。ちょっと勝ちしたかった。今日はバトルね。意外に頑張れちゃったんでね。逆に正直ね、いやでもね、あんな色変わると思ってなかった。そうですよね。今だから言っちゃいますけど、色変わるなんて思ってなかったです。まあ次回は勝てますね。勝てますね。次回は次は諦めないでね、やってもらいたいところですかね。はい、V ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして第5期初心者大使りきちゃん。はい、新しいコンテンツ、すみません、声がガラガラで。大丈夫だよ。すみません。はい、新しいコンテンツもいろいろ追加されるし、プリズランとか、あとトラシカもまた戻ってきて、いろいろ楽しみなコンテンツがたくさんあるので、これからも楽しんでドラクエ10プレイしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとう。ワイワイね。はい。さあ、そして今日ゲスト来てくれました福ちゃん。はい、プリズランめちゃめちゃ楽しみですね。ね。あれ似たようなやつと言っちゃったらあれですけど、スライム見つけたやつもめちゃめちゃやってたので、やりたい。アイテムもらい終わってもずっと友達とやってたぐらいなので、あれをやりたいのと、あとは夏祭りなんだかんだ3年連続になってしまったので、また頑張らせていただこうと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ナイスバトル。さあ、そして青山さん。はい、今日は楽しかったです。実は冒険塾でちょっと冒険塾終わるまであんまりこうなんか上の空だったとはあるんですけど、バトル以降はすごい楽しめました。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。興味深いお話をありがとうございます。事実今日は青山さんに2コーナーやってることになりますからね。はい、ありがとうございました。さあ続いては安西先生。はい。バージョン 4.2 これからお話しした通り、ポイックリンクエスト、コインボス、夏イベント、プリズラントラシカと続いていきますんで、ぜひこれからも、バージョン 4.2 の方を遊んでください。で、夏祭りでは、今後バージョン4後半の方お話をしたいと思いますんで、開発スタッフの方もみんな今頑張って作ってますんで、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、そしてヨースピン。はい、バージョン今回安西さんがいろいろお話ししたことっていうのが、そのドラゴンクエスト10っていうのが必ずしも強くなることだけではなくて、いろんな遊びがありますよっていう一つの
アップデートの形かなとも思いました。それは客観的に見た時ですね。そういった点でちょうどそのヨースピ散歩が今週末の徳島で一応 6カ所目だっちね。で一応最後なんですよ、ヨースピ散歩としては。で本当にあちこち行くたびにめっちゃガチで遊んでる人もいればカジュアルに遊んでるような方も結構いっぱいいるので本当にこれからもですね「ドラゴンクエスト10」は必ずしも一つのベクトルだけではなくていろんな方向に対して新しい遊びを作り続けていきたいなと思ってます。で夏祭りが東京大阪ありますので本当に楽しい夏にできたらなと思いますので、これからも頑張ります。本日ありがとうございました。ありがとうございました。さあそして竹岡さん。はい、そうですね。ポイクリももちろん、引き続きポツコンもね連続で配信されるんじゃないかなと、期待しておりまして、多分こちらの表紙もねこれとこうね X 君が変わるんじゃないかなという主役変わっちゃったらと思っております。で夏祭りも実は僕初参加ということなので、ウエストだけですけどもすごく楽しみにしておりますので皆さん一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。9月からもそうですね。私も夏祭りもねとても楽しみなんですけど、ちょっと個人的にはストーリーね終わらせましたけど、ちょっとムニュって名前が強すぎてちょっと頭に残りすぎちゃって初めて聞いたよ今日その話を。本当？私だけ？オーガのイケメンがとかいろんな話は聞くけど、いやもうストーリーも見たけど、いやムニの名前だけは強すぎるみたいな。私だけですか？すいません。そこはみんな。ないんですか？はい、わかりました。あとドラゴンクエストのコラムを V ジャンプのブログの方で書かせております。はい、こちらです。10の話もそうですし、ライバルズの話とかもさせていただいているので、ぜひぜひ読んでいただけたらと思います。お願いします。ということで次回は夏祭りとなります。もう夏祭りが次回。そうなんです。すぐですね。すぐだわ。はい、皆さん夏祭りでお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。